私の名前は、長谷川咲子、32歳。今年に入ってからというものの、全くもっていいことがありません。軒並み、電化製品は故障。お姉ちゃんのまなみは、小学3年生に上がると同時に、クラス替えがあり、仲良しの友達と一緒じゃなかったらしく、毎日不機嫌そうに学校に通学。だだをこねて、休みたいという日もしばしば。それを毎日なだめては、学校に行かせているのですが、正直気苦労が絶えません。下の子の優斗は、友達に誘われて、春から始めたバレーボールクラブで突き指。しかも、骨にひびまで入ってしまい、その通院に付き添うために、私は毎週遅刻して出社。子持ちってだけで、陰口を叩かれる職場なので、毎日本当に肩身が狭いです。そして、夫の高弘は、上司の陰湿なパワハラのせいで体調を崩し、3ヶ月前に会社を自主退社。以前より働きやすい職場にはなったのですが、収入はガクンと下がってしまいました。我が家に訪れた数々の危機ではありますが、夫と一緒に今を精一杯頑張っています。そんな私たち家族ではありますが、最近になってもっと辛い出来事がありました。私の実の母親が亡くなってしまったのです。ついこの前まですごく元気だったのですが、体がだるい日が何日も続いたらしく、最寄りの総合病院を受診しました。もちろん私も付き添ったのですが、そこで信じられない病名を聞いてしまったんです。末期の癌。私はもちろん、母本人も、それは驚いていました。手の施しようがないくらい進行している、と医者の口から告げられ、私の頭は真っ白。意外にも冷静だった母は、とても気丈に笑い、私を逆に励ましてくれました。大丈夫よ。もしかしたら治るかもしれないじゃない。どんな時でもポジティブなのが母のいいところなのですが、この時ばかりは空元気に見えて仕方がありませんでした。そして病状は日に日に悪化し、告知を受けてからわずか1ヶ月後に、母は帰らぬ人になってしまったんです。こんなにもあっけなく人の命が散ってしまったこと、大好きだった母ともう話をすることすらできないこと、その辛さや寂しさが私を支配し、ぽっかりと心に穴が開いたような気分に苛まれました。子供の前でもあったし、葬儀までバタバタしていたものですから、母が亡くなったことへの悲しみにすら浸ることができませんでした。全部が終わった後の言い知れぬ悲しみが私を襲い、母の遺影前でむせび泣いて大好きな母との別れを実感。そんな私に追い打ちをかけるような出来事が私の身に降りかかることになりました。母の葬儀から1ヶ月経ったある日、我が家の郵便受けの中にクレジットカード会社の手紙が入っていました。しかも私の名前で。確かに私もクレジットカードは持っていましたが、結婚して以来使うことはなく、通帳や印鑑を入れている引き出しの奥底にずっと眠らせていたんです。期限が切れて新しいクレジットカードが届いたのかと一瞬思い、私は特に警戒することなく手紙を開封しました。すると、その中には全く身に覚えのない使用明細が入っていたんです。金額のトータルは100万円を超えていました。明細内容を見ても全く心当たりのないものばかり。私はカード情報が乗っ取られたと思い、慌ててカード会社に電話。事情を説明し、カードを止めてもらいました。そして仕事から帰ってきた夫に勢いよく頭を下げて事情を説明しました。クレジットカード情報が盗まれたのかもしれない。100万円も不正に使われていたの。え、嘘だろ。100万円という金額に目を向く夫。本当にごめん。と私は何度も頭を下げて謝罪。あの後、すぐさま引き出しの奥にしまっていた
クレジットカードを探したのですが、どこを探しても見当たりません。引き出しに入れて以降、一度も出すことなくしまったままだったのに、もしかしたら空き巣にあったのかもという説まで浮上。使わないクレジットカードをいつまでも持っているからこんなことになったんだろう。怒り半分、呆れ半分の夫に、私は何も言い返せず、ずっとうつむいて謝ることしかできませんでした。不正に使用されたと思われる100万円は、我が家にとってはかなりの大金です。一括で払うのは不可能なので、可能な限り分割にして返済していこうということで、話は終わり、私はずっと塞ぎ込んでいました。その日、子供たちも寝静まった後、ずっとカードの明細書を見つめる夫の横で、家計簿を見直していた時のことです。夫が明細書を見て何かに気づきました。どうしたの？私が尋ねると、夫は見るだけでめまいを覚える明細の中のある一つのものを指さしました。今月、母さんが友達と旅行に行くって言ってて、その時に泊まるって言ってた旅館の名前、そこから40万円も請求されてる。私は旦那に言われるまで義母が旅行に行っていることすら知らなかったのですが、クレジットカードを止める際、電話の向こうのお姉さんがとあるアウトレットモールで使われていると話していたことを思い出しました。そのアウトレットは、義母が旅行に出かけた先にあるものでした。しかも義母はつい先月、我が家に遊びに来たばかり。私の中で一つの疑惑が浮上しました。もしかして、お母さんが私のカードを持ってる。夫も同じことを思ったようで、すぐさま義母に電話をかけてくれました。最初こそ、恐る恐る電話越しに尋ねていた夫ですが、その言動は徐々に荒々しくなっていきます。は？何考えてんだよ。これは下手したら犯罪だぞ。私たちの予想通り、義母は私たちが目を離したうちに、引き出しから私のクレジットカードを拝借。そのカードを使って、友達の分まで旅館の宿泊代やアウトレットで贅沢三昧。しかも、全く悪びれる様子はありませんでした。電話では何を言っても埒が明かないと思った夫は、後日、義実家の元へ行って詳しく聞くことを決めました。もちろん私も同行を決意。これで、今年の有給はなくなりましたが、それどころではありませんでした。子供たちが小学校に行っている間に、私と夫は車で義実家へ向かいました。数年前に義父が亡くなってから、義母は一人暮らしをしています。会うと私にネチネチと嫌味を言い、お盆とお正月に帰省するときは、これでもかとこき使ってきます。嫁いできたんだから、この家のルールに従ってもらわないと困るよ。嫁が食事に手をつけるのは最後。夫がくつろいでいる間、嫁は台所でひたすら仕事。義母は私の行動を目ざとく見ては、細かく指摘する始末。もっと手際よくできないの？これだから仕事をする母親は嫌いなのよ。結婚したら家族にもっと尽くしなさい。かわいそうなのは旦那さんと子供よ。我が家の状況を分かっているくせに嫌味が止まらない義母。先月遊びに来た時も私がちゃんと母親と嫁としての責務を全うしているのか抜き打ちで見に来たんです。そのまま1週間くらい居座り、私は仕事で出勤してもリビングでくつろぎ放題。家事も一切手伝ってはくれず、好き放題やって帰っていたのを今でも覚えています。そして、母が亡くなってしまった時の一言が忘れられません。あなたのお母さんもこれで楽になれるわね。出来の悪い子供がいると、親って本当に気苦労が絶えないから。私のことをけなし、母の死すら軽率に扱う義母には静かに怒りを沸かせていました。そんなこんなで義母の家に到着。義母は申し訳ない顔一つせず、静かに私のクレジットカードを差し出して言いました。別に、今まで使ってなかったんだからいいじゃない。そういう問題じゃない。請求はこっちに来るんだぞ。しれっと話す義母に、夫も珍しく声を荒げました。そりゃ、高額な金額を使われたら、たとえ実の母親でも非難はします。まっとうな夫の姿勢に、
私は静かに感動していました。そんな私の心情をどこまでもぶち壊すのがこの義母です。だってそっちのお母さん、亡くなったんだから遺産が入るでしょ？それで賄えばいいじゃない。保険金だって降りるはずだし、このくらいの金額くらい許してよ。こっちは年金暮らしなんだ。と、同情しろとでも言いたげな義母。またしても母の死を軽く見ている義母に、私は苛立ちをあらわにしました。こっちが怒りで震えていても、義母はお構いなし。そうそう、この家、最近シロアリの被害がひどくてね。もう建物自体古いから取り壊そうと思うの。だから来月にはそっちに行くから。は？夫の血を這うような低い返事にも、義母は一切ひるまない。むしろ、どんどん傲慢な態度を見せてきました。だから、そっちの家に私も住むわ。同居ってこと。どうせ部屋、余ってるでしょ？自分が浪費したお金も私たちに払わせようとして、同居まで強行しようとする義母の態度には、もう言葉が出ませんでした。普段母親に対して優しい夫でさえ、義母の突拍子のない発言や行動に声を荒げているというのに、同居が嫌なら、この家を建て替えるお金を出してよ。どこまでも傲慢な態度で接してくる義母に、夫は静かにため息をつきました。咲子、もう帰ろう。何も言わずに立ち上がる夫の後を追って、私もすぐに義実家を出ました。その時義母は、私たちの背中越しにこう言ってきたんです。じゃあここは建て直さないってことで壊しちゃうからね。来月からの同居よろしく。勝ち誇ったような義母の声に、私は怒り苦しそうになりました。でも、私以上に怒っているのが夫でした。口で言ってもダメなら、行動を起こすしかない。夫の滲み出る怒りを目の当たりにした私は、この時から義母への制裁が始まっていることに気づいたのです。それから義母が同居を強行するまでの1ヶ月間、旦那はある作戦を私に伝えてきました。旦那の働く会社には社宅があり、そこに空きがあるなら、一時的にそっちに避難するというのです。俺たちが何を言っても、母さんは我を通してくるはずだ。それなら、こっちも備えるまでだ。幸いにも、夫の会社が契約している社宅は、子供たちの小学校からも近く、私たちはそこでしばらく暮らせるくらいの日用品や衣類などを搬入。突然のことに子供たちも戸惑うのかと思いましたが、意外にもノリノリで手伝ってくれました。もう一つお家があるなんて知らなかった。と、まなみはしばし興奮状態。前の家もいいけど、こっちも楽しいね。と、ドライな感想を言いながらも楽しそうな言うと、前は子供部屋で寝ていたのですが、社宅は 1LDK。久々に家族4人で寝るのが嬉しくてたまらないようでした。家具家電も備え付けられているので申し分なし。私たちはしばらくその社宅で暮らすことになりました。そして、義母が勝手に取り付けた約束の日。仕事から帰ってきた夫は、半笑いで私に自身のスマホを見せつけてきました。そこには、びっしりと並ぶ義母の着信履歴。私の方にも何度も電話がかかってきましたが、すべて無視してやった証拠の着信履歴を夫に提示。二人で思わず笑ってしまいました。ちょうどいいタイミングで、夫のスマホに義母から着信が入りました。よし、じゃあそろそろ出てやるか。子供たちがお風呂で楽しそうにしている声を聞きながら、夫はハンズフリーにして、私にも聞こえるようにして電話に出ると、義母の必死な声が部屋中に広がりました。あんたたち、今どこにいるの？もちろん、教えるつもりはありません。もう家は取り壊し始めちゃってるから、もう帰れないの。早く家に入れてちょうだい。無理。だって俺たち、今そこに住んでないもん。は？どういうことよ？そんなことを言う筋合いはない。夫は義母を突っぱねて、電話を切ろうとしました。途端に慌て始める義母。今日の予報は、大雨洪水警報が出ているのよ。このまま私を野宿させるつもり？溜め込んだ年金があるだろう。それを使ってビジネスホテルにでも泊まればいいだろう。どうしてそんなひどいことが言えるの？実の母親に言うセリフじゃないわよ。母さんだって、
咲子のクレジットカード勝手に使ったじゃないか。それを亡くなったお母さんの遺産で賄えなんて、普通の人間は絶対言わないよ。正論をぶつけた夫に、義母はぐっと言葉を詰まらせました。それとこれとは話が別でしょ。いいから、早く家に入れて。だから無理だって。勝手に入ったら、不法侵入で警察に連絡するからな。ちょっと待って、切らないでと叫ぶ義母を無視して、夫は容赦なく電話を切りました。その後も鬼のような着信がありましたが、夫は一貫して無視。そのうち、留守電には今回のことを謝罪するような伝言が残されていました。後日、旦那がビジネスホテルに滞在する義母を連れて、近くのファミレスで合流。私のクレジットカードを勝手に使用した件。亡くなった母の遺産で賄えと、軽率に発言した件。そして、これまでの私に対するいびりなど、自分に非があると思ったことは、すべて謝罪してきた義母。テーブルに頭をぶつけるのではないかというくらいに、私に深く頭を下げてくれたので、私としては少し晴れやかな気持ちになりました。義母からの謝罪の後、私と夫の目の前で、義母は貯めまくっていた貯金から、今回使用した100万円を現金で私に返済。その時に、残りの貯金残高を見て、私と夫は驚愕しました。義父が亡くなってすぐ、義母は年金が少ないと言って、私たちに仕送りをしてほしいと言ってきたのです。義実家には車で1時間はかかるし、子供たちもまだ小さいので、頻繁に顔を見せることはできません。せめてお金だけでも援助しようと夫と話し合い、それ以降は毎月一定の金額を義母の口座に振り込んでいました。夫が転職して収入が下がっても、その金額は変わらずに、今後一切、金銭面で援助はしない。夫の言葉に、愕然とする義母。こんなに貯金がなくても、今回の件で夫は、義母の自分勝手さに強い憤りを覚えていたので、どっちにしてもそうしていたのですが、その言葉に義母は顔を真っ青にして、夫にすがりついてきました。そんなのあんまりよ。このお金だってずっとコツコツ貯めてきたの。絶対手をつけたくないわ。その金額があれば、一人暮らしのアパートだって借りられるし、施設に入居するのだって楽勝だろ。頼むから、今後一切俺たちには関わらないでほしい。私と同居したら、このお金はあなたたちのものになるかもしれないのよ。将来的に考えて、私と同居しない理由が思いつかないわ。いい加減にしろ。そんなこと言って、俺たちにこれまで1円でもお金を使ったことあるか。まなみのランドセルも、ゆうとのランドセルも、全部咲子のお母さんが買ってくれたんだ。母さんは自分の孫のためにすらお金を使わないだろう。俺が仕事のことで悩んでいる時も、母さんは仕送りの心配しかしなかったじゃないか。すがりつく義母の手を払い、夫は歩き出しました。後ろで泣きわめく義母の声が聞こえましたが、私も振り向きもしませんでした。その後、宣言通り義母への仕送りは停止。今後もお金での援助はしないでしょう。事実上の絶縁です。夫の知り合いから聞いた情報によりますと、あの後義母はアパートを借りて、一人暮らしを始めたそうです。施設に入居するという選択は義母にはなかったらしく、一人息子の家族とも縁を切られたことが、近所に知られるのが怖かったのだと思います。引っ越し先はかなり年季の入ったアパートらしく、そこでおとなしく暮らしているんだとか。私のクレジットカードを使うのはためらわないくせに、自分の貯金に手をつけるのだけはどうしても嫌だったんだと思います。今回、どうしてここまで夫が義母に怒りをあらわにしたのかというと、まなみとゆうとに対しても、自分たちに対しても一切お金を出そうともしなかった義母の態度には、内心幻滅していたんだそうです。そのくせ自分は、老後が安泰とも言える貯金をしているのも、ものすごく滑稽で情けなかったと、夫は話していました。おそらく、今後も義母はその貯金には一生手をつけることはないのでしょう。いつか詐欺にあったりしないかと、私は内心ヒヤヒヤしています。それで万が一お金が騙し取られたとしても、一切助けようとは思いませんがね。完全に義母がおとなしくなったのを確認してから、私たちは社宅を出て、我が家で堂々と暮らそうと思います。
お姉ちゃんに秘密にしてたことがあるの。結婚式の控え室で妹がそう言った。隣で母がクスクス笑っている。私ね、前からお兄さんと肉体関係があるの。式の開始は数時間後。なぜ妹は今こんなことを言い出すのだろう。目の前が真っ暗になった。私の名前はゆり、30歳。父と母、そして妹の4人で暮らしている。父は温厚で、いつもニコニコしていて、滅多なことでは起こらない。逆に、母は感情の起伏が激しく、甘え上手な妹を溺愛している。母に甘やかされて育った妹は、欲しいものは何でも手に入れようとするわがまま放題なのだ。私はというと、そんな理不尽な状況に巻き込まれないよう、ひっそり暮らしていた。そんな私だが、夫と結婚してそろそろ1年になる。夫との出会いは上司に命令された荷物運びがきっかけだった。荷物があまりにも重く、私はバランスを崩して倒れそうになり、はっと叫び声を上げた。危ない！その時、倒れそうな私をキャッチしてくれたのが夫だ。彼は運送会社に勤めていて、私の会社に配達に来ていたのだ。たまたま通りかかってくれたおかげで怪我もなかった。命の恩人とも言えるこの男性。好きにならない方がおかしい。私の方からお付き合いを申し出たのだが、彼は自分の体に悩みがあり、女性に対してコンプレックスを持っていた。でもこれは運命的な出会い。私は猛アプローチをかけ、お付き合いに成功。そして結婚することになった。彼からプロポーズを受け、それぞれの家に挨拶することにした。彼の家はスムーズにいったのだが、我が家は予想もしなかった事態が待っていた。挨拶の当日、私の母と妹はリビングで待ち構えていた。ピリピリした緊張感が漂う。能天気の父はその空気にそぐわない笑顔を見せていた。いらっしゃい。立ってるのもなんだし。私たちは父の勧めで椅子に座った。全員分のお茶出しは私の役目になった。母がやってくれればいいのだが、ずっとピリピリした空気を維持している。どうして不機嫌なんだろう。妹に至っては彼の顔を全く見ようともせず、ずっと冷蔵庫の方を向いている。お茶を一口飲むと、夫が口を開いた。ゆりさんと結婚させてください。みんなある程度のことは予想していたのだろう。父は話を聞いているのかわからないくらいにこやかだ。それに対し母は、やだやだ、妹ちゃんより先に結婚だなんて。と嫌味たっぷり。いやいや、姉が先でしょ。母の言葉に驚いて固まっていると妹が舌打ちをした。結婚って何なんだ？結婚とは男女が婚姻関係を結んで家庭を持つこと。何なんだと言われても困ってしまう。二人ともお姉ちゃんが結婚するのが寂しいんだね。空気を読めない父がすっとんきょうに言った。父よ、よくぞそんな風に感じることができるものだ。彼の結婚の挨拶はどんよりとした空気のままお開きになった。私たちは仕事の合間を縫って結婚式の準備を進めた。挨拶の日の出来事以来、母と妹から祝福の言葉はもらえないまま。むしろ結婚に対する二人の悪感情はどんどんエスカレートしているようで、私が声をかけると無視してくるくらいだ。ニコニコしているだけの父は味方にはなり得ない。家の中にいてもどうにも落ち着かない。結婚式の準備をしている時だけが私の気持ちが安らぐ唯一の時間だった。そしていよいよ結婚式の前日となった。母と妹には無視されるかもしれないが、明日の日程を確認しなければならない。私は覚悟を決めて二人に声をかけた。明日は着付けの予約をしているから早めに式場に行ってね。やはり返答はない。あなたの娘、そしてあなたの姉が嫁に行くというのに、
どうしてこんな惨めな思いをしなきゃいけないの？すると母がため息をついた。沈黙を破る大きなため息。あんたは嬉しいだろうけど、まだ結婚していない妹ちゃんへの配慮がないわ。こんなに可愛い娘を一人にしておくなんて。世の男たちはどこを見ているのかしら。可愛い娘。その言い方に私は含まれないようだ。私の結婚式だというのに、母は妹のことしか頭にない。母の反応を見た妹はにやりと笑った。本当に、どうしてお姉ちゃんが結婚できるわけ？お姉ちゃんの旦那になる彼、結婚できるなら誰でもよかったんじゃ？私の悪口なら我慢すればいいと思っていたのに、夫を侮辱するなんて。どうしてこの二人に結婚を妬まれなければならないのだろう。言い返す気力のない私は静かにその場を去った。結婚式当日、私は家族より早めに式場に向かった。夫と夫の両親がもうついていて、ロビーで待っていてくれた。いよいよ結婚式ね。昨日は眠れた？義母の気遣いに私は作り笑いでうなずいた。正直あまり眠れていない。結婚の挨拶の時からいろいろあったが、何より夫を侮辱した昨日の発言が許せない。こんな気持ちを抱えたまま式に臨まなければならないなんて。義母が私の後ろを見て笑顔になった。本日はよろしくお願いいたします。義母が挨拶をしたので振り返ると、父と母、そして妹が到着したところだった。式の開始時間より早めの到着。一応昨日の話は聞いていたようだ。皆様お揃いのようですので、控え室へどうぞ。スタッフの案内で私たちは移動することになった。着付けの時、私と母と妹で一部屋、義母は隣の一部屋を使うことになった。母には着物、妹にはドレスとメイクが作業。花嫁の私はウェディングドレスやメイクなどやることがたくさんある。ドレスに通すとずっしりとした重さが寝不足の私の体に食い込むようだった。鎧でも身につけている気分。心も体も重い。全員の着付けが終わり、スタッフが退出した。家族との最後の時間をゆっくりどうぞ、との気遣いだろう。控え室が3人だけになると、妹がニヤニヤして近づいてきた。私ね、お姉ちゃんに秘密にしてたことがあるの。母もクスクス笑った。何？秘密って。私ね、前からお兄さんと肉体関係があるの。は？それでね、私、お兄さんの子供ができたの。は？どういうこと？妹の話に頭がついてこない。要領を得ない私に苛立ったのか、妹はちっと舌打ちをした。だから、お兄さんの子を妊娠してるって言ってんの。お兄さんは私に譲りなさい。夫と妹ができている？妹が妊娠？私はパニックに陥った。すると、妹を溺愛する母は妹の肩を抱き寄せ、こんなに辛い思いをして、妹ちゃんかわいそう。外に出ましょう。そう言って二人で部屋を出て行った。あと数時間で結婚式が始まる。夫と妹ができてたなんて、しかも妊娠ってどういうこと？私の目から大粒の涙がこぼれ落ちた。悲しいのか、悔しいのか、何が何だかわからない。どうしてこんな目に遭わなければならないの？涙でメイクは崩れ、花嫁姿は台無しになった。その時、夫が私の控え室に入ってきた。タイミングがいいのか悪いのか。私が泣いているのを見ると、夫はすぐに抱きしめてくれた。どうした？何があったの？私は泣きながら、母と妹から聞いた話を説明した。夫は驚いて固まった。そんなバカな！しらばっくれないでよ！っていうか、君は俺の病気を知っているだろ？夫の言葉にふと我に返った。そうだ、夫と妹の肉体関係などあるはずはない。夫は潔白。
きっと母と妹にはめられたのだ。冷静になると私の涙は止まった。大丈夫？心配する夫に私は小さくうなずいた。疑ってごめんね。夫はほっとしたように笑顔を向けた。俺には君しかいない。そう言うと夫はスタッフを呼んでくれた。涙まみれの私の顔を見たスタッフは大慌て。氷で顔を冷やし、腫れを取って化粧直しをしてくれた。控え室から出ると父が待ち構えていた。綺麗な花嫁姿だな。空気の読めない父は何の裏もなく褒め言葉をくれる。ありがとう。私は笑顔を作るので精一杯だった。ロビーに視線を向けると母と妹の姿があった。式場のロビーで楽しいティータイムを過ごしていたようだ。控え室から出てきた私に母と妹は眉を潜めた。たく遅いわね。あなたが支度をしている間にもうコーヒー3杯目よ。母の話を聞いて私は妹を見た。妹ちゃんもコーヒー飲んで待ってたわけ？私が聞くと妹は鋭く睨んできた。は？当たり前でしょ？コーヒーばっかり飲んでお腹がタプタプになったわ。妹はお腹をポンと叩いてコーヒーの大量摂取をアピールした。私は疑問を投げかけた。コーヒーを3杯も飲む妊婦っている？カフェインは胎児に悪いんじゃない？え？私の言葉に妹の表情が固まった。妊婦であるはずの妹。なのに待ち時間にコーヒーを大量に飲んだと威張っている。私はさらに追い打ちをかけた。あなたに妊婦としての自覚がないのはわかる。だけどお母さん、妹ちゃんが胎児に悪いコーヒーを飲むのを黙って見ているのはおかしいわよね。うろたえる母と妹。すると父が目を丸くして妹に視線を向けた。お前、妊娠しているのか？父の問いかけに妹は一瞬言葉を詰まらせた。父にとって寝耳に水の話のようだ。母も妹も父には何も話していない様子。父は空気は読めずとも正当に不思議そうな顔だ。様子を伺っていると妹はふんと顔を横に背けた。そうよ。今私妊娠中なのよ。開き直るように妹は言い放った。でもお前、生理が始まったって大騒ぎしてなかったか？明日は結婚式なのに体が辛いって、昨日あれだけ騒いでいたじゃないか。ちょっと、お父さん！妊娠中だと言い張る妹なのに、月のものが来てたのね。すると妹は私の隣にいた夫に指を差し、きっと睨みつけた。私、ずっと前からお兄さんと肉体関係があるのよ。妹の声が式場に響き渡る。それに私は、お兄さんとの赤ちゃんを妊娠中なの。その場にいた式場のスタッフも息を潜めた。妹の妊娠が本当なら、今この場は修羅場である。スタッフもどうしたらいいのか対応の仕方を迷っているようだ。私がスタッフの立場だったら、めったに見られない修羅場を身を潜めて堪能していたであろう。妹は言いたいことはすべて言い切ったようだ。彼女をかばうように寄り添う母。まるで、かわいそうな私と娘と言わんばかりの目をしている。その二人を見て、呆れて物が言えなくなっている私と夫。母と妹は二人だけの世界にいて、私たちが何を言っても無駄なのかもしれない。反撃をしたくても、二人に届くような言葉が思い浮かばない。場が静まり返る。その空気を打ち消すように、父が口を開いた。義理の息子の赤ちゃん？それは無理だろう。夫との間に赤ちゃんができるのは不可能だと当たり前のように言う父。その口ぶりに妹が焦った。なんで？私、お兄さんと何度も肉体関係があったのよ。お前と彼が？そうよ。だから、お姉ちゃんじゃなくて、私が結婚するべきでしょ？
自信満々の妹。その言葉に父はさらに首をかしげた。いやー、それはおかしいよ。どうして？だって彼は不妊症だろ？彼の体はお前に反応することもないし、子供はできないはずだ。え？父の言葉に母と妹は顔を見合わせた。そう、実は私の夫は不妊。体が反応しないのだ。夫はその悩みから女性とお付き合いすることに抵抗があった。優しくて頼りになってモテそうな夫なのに。だが夫は女性に対して反応しないことで相手から幻滅されるのをひどく怖がっていたのだ。付き合う前、そのことを私に伝えてくれた夫。私は将来子供ができなくてもいいという覚悟で夫と付き合い始めた。子孫を残せないことへの負い目から父だけには伝えることにした。父もきちんと話を聞いて、二人が幸せならそれでいいと言った。その事実を聞いた母と妹は顔を真っ赤にしていた。まるでゆでだこのように真っ赤。悔しさで尖らせている口からは今にも黒い墨が飛んできそうだ。あまりに面白い顔に耐えきれず、私と夫は顔を見合わせて爆笑した。なんで笑ってんのよ！顔を真っ赤にしたまま妹がさらに怒り出す。顔がさらに真っ赤になって口も尖らせてますますタコにしか見えない。止まらない笑いを必死に抑えながら私は口を開いた。だって子供ができるわけないのにそんな嘘言い出すんだもの。面白くて。夫は笑い涙を拭きながらヒーヒーと息を整えた。俺は女性の内面しか興味がないんです。だから妹ちゃんは全くタイプじゃないし、はっきり言って苦手。好意を持たれても迷惑です。追い打ちをかけるようにきっぱり否定してくれた夫。その言葉に妹と母は、何よ！失礼じゃない！そうよ！こんな可愛い妹ちゃんのどこがタイプじゃないの！こんな男、こっちから願い下げだわ！と、負け犬の遠吠えのようだった。その顔は悔しさでいっぱいだった。よほど悔しいのか、妹の肩はガタガタと震えていた。やりとりを見ていた父が間に入ってきた。お母さんも妹ちゃんもいい加減にしなさい。夫くんはゆりのことしか見ていないよ。不妊を受け入れてくれたことへの感謝と何があっても守っていくと誓ってくれたからね。父はそう言いながら私と夫に優しい笑顔を向けた。ニコニコしているだけの父だと思っていた。何も聞いていなくて味方もしてくれない父だと思っていた。なのにここぞという時に味方になってくれるなんて。父の言葉に私の目頭は熱くなった。父が一括してくれたおかげで結婚式の間、母と妹はおとなしくしてくれた。結婚式をしてそろそろ1年が経とうとしている。母は相変わらず妹を溺愛している。妹も相変わらずわがままし放題。その結果、結婚してくれる相手はまだ現れない様子。夫の体のことを理解していたはずなのに、妹との関係を疑ってしまった私。せっかくの結婚式だったのに、あの時はお母さんと妹ちゃんが迷惑かけて、本当にごめんね。そう言うと夫は決まって笑ってくれる。迷惑なんて思ってないよ。っていうか、今思い出してもゆでだこが面白すぎて。確かに。私と夫はこの時の話をすると爆笑してしまう。でもさ。何？妹ちゃんが嘘ついてびっくりしたけど、やっぱり俺にはゆりしかいないなって思ったよ。笑い疲れた後、しみじみという夫。幸せの笑顔が溢れた。How is it? My best hospitality. Looking down at my husband and his mistress, who were both distorting their faces,
I decided to say my best line. I'm Karen. I'm 28 years old. I've been married to my 30-year-old husband, Hiko, for 2 years now. I'm having a happy maternity life with the child I've always wanted. I'm currently 7 months pregnant and living at my parents' house, separated from my husband. Originally, I had planned to go back to my parents' house to give birth after I became pregnant, but Karen lives in the mountains and is home alone, and if something happened to her, I might not be able to rush over right away because I have work. My husband told me that it would be safer for her to stay at her parents' house, so I went back a little early. I'm always told that everything is going well at the prenatal clinic, so I don't think there's anything to worry about, but I thought it would make my husband feel more at ease, so I did. At the time, I had no idea that he was doing all that behind my back. When I was 8 months pregnant, I really needed something I had left at home, so I drove home. It happened to be a Saturday. My husband was supposed to be home on his day off. I deliberately didn't call in advance because I wanted to surprise my husband. When I got home, I unlocked the door as quietly as possible and cheerfully said, "Thank you for your hard work every day," and rushed into the living room, but no one was there. It was past midnight, so he would normally be awake, and the curtains were open, so it didn't seem like he was outside. I peeked into the bedroom to see if he had done it twice, but my husband was nowhere to be found. It seemed like he was out. It was a holiday, after all. Things like that happen, right? My surprise had failed. Feeling a little disappointed, I took only the things I needed and left the house. That night, I called my husband. In between updates and small talk, I casually said, "Oh, by the way, did you go out somewhere today?" He said, "What are you talking about? I didn't go out. I worked overtime yesterday and got home late, so I just slept at home the whole time." Quote, "Oh, really? That must have been tough." He said, "Thank you for your hard work, but I wasn't at ease inside." My husband is lying. But why did I have to go to the trouble of hiding the fact that I had gone out on a holiday? The slight suspicion I had at that time remained in my mind like a tick. The next day, I headed home. I did it during the daytime on a weekday when my husband was not home, and this time I did it without telling him. I told my parents that I was going to get something from home again, but my real purpose was to find out the truth about my suspicions about my husband. Just to be sure, I quietly unlocked the door and went inside, but my husband was not there. I was able to search the entire house without worrying. To cut to the chase, I had made some progress. A huge gain, of course. Evidence of his infidelity came pouring out. The most important piece of evidence was on his computer. Perhaps because he was careless that I, his wife, was not home, he had not set a password for the computer. I immediately looked at the data and found a folder called Nana-chan. It looked suspicious at first glance. When I opened it, it was filled with images of young women and images of my husband laughing with them. The two of them had gone to many places. A fancy cafe, a shop with a view of the night sky, Disneyland, and even a hotel bed. Checking the dates of the photos, I found that their dates had started about a month before I went back to my hometown. I copied all the images to an external memory and put them in my bag. I didn't recognize the face of the woman he was having an affair with. First, I wanted to find out who this woman was and where she was from, so I came up with a plan. I bought some ingredients for dinner at a nearby Aeon and waited for my husband. When he got home, he seemed surprised to see me. I had come to make dinner as a surprise. I quickly sent him out of the bath, telling him to go take a bath while I got ready. I heard the sound of the shower running and took my husband's smartphone out of his bag. It seemed that the lock number hadn't been changed since I had accidentally seen it before, so I was able to log in easily. Then I found the emails that my husband and his mistress were frequently exchanging.
The other person's name was also written as Seven. I checked it just in case, and found a name that seemed to be that of a woman named Seven. I took a photo of the other person's full name, contact information, affiliation, etc. on my smartphone and was about to move on when time ran out. It looked like my husband had just gotten out of the shower. I put my husband's smartphone back in his bag. After that, I had dinner with my husband as if nothing had happened, and since it was getting late, I decided to stay overnight. We had a big chat and went to bed. In the middle of the night, I secretly left it there and set up automatic email forwarding on my husband's smartphone. Now I could hear everything my husband and his mistress were saying. I looked down at my husband's face, sleeping soundly and happily, and smiled awkwardly. The next day, my husband went to work. I returned to my parents' house. That same day, I bought my own laptop. My parents had a computer at my parents' house that they used, but I felt bad about opening photos of my husband cheating on me or backing up evidence of his cheating. I used the computer I bought to do some research online, and found out that I could divorce my husband and get compensation with the evidence of his cheating that I had. But I wasn't alone in my body right now. While I was gathering evidence in case of emergency, I decided to prioritize giving birth first. 2 months later, I safely gave birth to a baby girl. Although I wasn't present at the birth, my husband came to visit me and spoke kindly to me. But I knew. He had met his lover, number 7, the night I returned from visiting him. I tried not to think about my husband as much as possible until the birth to avoid stress on my body, but when I looked at my daughter's happy face after giving birth, I felt a deep emotion. It was impossible. I should divorce my husband. Even after seeing such a small and cute child, he still had no intention of stopping his affair. But I wasn't satisfied with just breaking up. I wanted to make them laugh. While thinking about this, I looked at the emails from my husband that were forwarded to me every day, and an idea came to me. I told my sister at home about the situation, asked for her cooperation, and waited for the day. At 1 p.m. on Friday, my sister and I were filming a video in the car parked near our house. My sister was in charge of the camera. I was the producer and host. The plan was finally working. We were heading to Hoiko's place. I hope you'll be happy. I spoke cheerfully to my sister's camera. I paused the filming and moved to the front of the house. I gently unlocked the door to the house so as not to make any noise. We start filming the video, and we sneak our way down the hallway to the bedroom. When I listen carefully, I can hear my husband talking to his mistress. The other day, my wife had gotten fat in both face and body, and she had become a complete old lady. I don't want a wife who's gotten old. She's a failure as a woman. Hey, will you take me out? I want to be with you soon. The next moment, I bang open the bedroom door and appear with a big smile. Hey, Mitsuhiko-kun. You next door, welcome to the surprise party. Wait, Karen, yes. I'm my wife's aunt, Katori. I've come to celebrate Mitsuhiko-kun's birthday today. I made this cheerful declaration and looked over at the bed, but I was shocked. My husband was lying on his back, looking immortal, with handcuffs on both wrists. His mistress, who was riding on top of my husband, was dressed like a queen in red enamel. Sadly, I recognized these items. I found them in the back of the closet when I searched the house while my husband was away, and I took pictures of them as evidence. I never imagined we would meet again like this. For some reason, my excitement was rising in this strange situation. Oh, they were already in the middle of a virtual party. I came here dressed so normally that I wasn't feeling very motivated. I showed them to my sister's camera and popped the crackers I was holding. Happy birthday, I said quietly, even though my husband was distracted. My birthday is next month. Oh, that's right. I was so focused on celebrating with a surprise that I forgot.
My husband was speechless when I said this in such high spirits. I can't let him think that this is the end yet. Thinking of my next move, I took out a Tupperware container from the cooler bag. I also prepared some celebratory food. It's a bit of a luxury item that you don't usually get to eat, so please try it. I opened the lid of the Tupperware container and showed my husband the contents. He said, "What's this?" "Why?" My husband screamed and stepped back, banging his head against the wall. "What? It's sushi." Sushi? That's why it's called bug sushi. What I showed my husband was a handmade bug sushi with a cicada larva from the Inakoya Hachi no Ko onigiri rice ball. Have you heard of the term insect color? Insects are actually garnering attention from all over the world as a future food that can solve environmental problems and food waste. But my husband absolutely hates bugs. He hates to look at them or touch them. Of course I know that. Don't worry. These bugs. The ingredients are edible and I bought them online from a manufacturer. And meet Sugiko and Na-san. If humanity is going to perish and only the two of you are left, you can't survive without eating bugs. You'll be like Adam and Eve. Huh? Why did you say that? My mistress died because I called her name. When I saw your emails, I wanted to tell her I died too. Even though I, her wife, am in the way. If humanity were to perish and it were just the two of us, we could get married. I feel the same way. I can't believe he had the nerve to say, I wish I could be like Adam and Eve. Come on, Miko-kun, eat it. Eat it. I won't let you say it's impossible. I approach my husband with the insect sushi in my hand. Come on, queen over there, stop standing there and take off the handcuffs. In this situation, I can't even make excuses for cheating. Besides, my husband must already know that I'm really furious despite my joking tone. Eventually, my husband gave up. With trembling hands, he picked up a piece of sushi and shoved it into his mouth. My husband screamed incoherently and started to cry. Come on, Na-san, have some too. I said this in a serious voice and in a low voice, and my mistress slowly reached out her hand and half-cryingly ate the sushi. The queen and her lover ate the insect sushi while making constellations and crying. They're quite the police. Soon, my husband said, I'm hungry, and began to rub his throat as if he was in pain. Could he be having trouble swallowing? I poured some tea from my water bottle and handed it to my husband. He filled his mouth with it and spat it out forcefully. This is bitter. It's tea. That's a lie. It must be poison or something. It's rude to say it's a lie. It's just Sunbury tea, which is good for you. What's the matter with you, Sunbury tea? Huh? Looking down at my husband, who was naked and coughing from the sting, and the queen, who was sitting there with a carefree expression, I declared to Takara. How is it? Did you like it? This is the best hospitality I can offer you. After recreating the famous quote that became famous in the Olympics with dance moves, I calmly ate the inago sushi in front of the two of them. That alone made them gasp and cover their mouths. In fact, I'm the only one who can eat inago without any resistance. That's because my mother is from the countryside, and sometimes bags of inago arrived with the vegetables sent by my grandmother and relatives. She would leave them for a few days to make them poop, burn the hard legs and wings, and then make a simmered dish. I think it has a particularly easy to eat taste without any particular peculiarities, but apparently there are many people who don't like it. Well, let's have another one as a dessert after the meal. By the way, aren't Mitsuhiko and Na-san at work right now? Perhaps flustered by the sudden remark, the woman shouted, I'm sorry.
Don't tell the company, quote. At that, her husband hurriedly corrected her. No, that's not right. It's not work. I only took a hemisphere in the afternoon, quote. I grinned. Oh, really? I'll call the company and check, she said, taking out her smartphone and searching for her husband's work number. Wait. You don't have to check, quote. Why, you're saying that because the sales client you had an appointment with turned you down and you suddenly lost the job, so you haven't contacted the company yet. Just give up, quote. You're being rude. I know everything. You two have cheated on each other at work under the pretext of sales many times before. Quote. At that, the woman snapped and screamed, That's terrible. You told your wife everything. The whole thing about breaking up with your aunt and marrying me was a lie, wasn't it? I can't take it anymore. I'm going home, quote. I stopped the woman as she stood up and started to grab her clothes and left. Wait. Before you leave, please sign this document. It states that you admit to having an affair with your husband and agree to discuss future claims for compensation. Of course, I will have you write down your address and contact information. Let me tell you, I have all the evidence of his affair. If he uses violence against me and runs away, I will go to the police with the video I am currently filming as evidence. The woman reluctantly signed the document after being hit. I couldn't see any signs of the man, but she seemed to realize that she couldn't run away. I got the same signature from my husband and the video recording ended. My sister and I returned to my parents' house. After that, I told my parents about my husband's affair and my decision to divorce, but they weren't very surprised. I hadn't told them anything so as not to worry them, but apparently they had noticed. Apparently, they had hardly brought up the topic of my husband anymore. I realized that I couldn't hide anything from my parents and that I couldn't look them in the eye. With the help of my family, I found a lawyer who was good at divorce cases and was able to successfully divorce my husband. I was the one who got paid compensation because I was serious. Furthermore, my husband is obligated to pay monthly child support for our children. The images on my husband's computer and the emails they exchanged were sufficient evidence of his infidelity. I only saved the video I had my sister take of me when I caught him cheating that day, but I let her access it. When I look back at it, I was embarrassed by how much I had let loose. I was able to get the original goal of getting a signature for the year, and seeing their pitiful faces made me feel a little better, so I guess it's okay to call it a success. 6 months have passed since then. After divorcing my husband, I have been living with my daughter at my parents' house. I plan to focus on raising our daughter until she turns 1, but I gradually want to put her in daycare and eventually go back to work. In contrast to me, who is living such a peaceful life, my ex-husband and his mistress are apparently going through a terrible time. My husband and I got married at work, and there is a colleague of mine who returned to work after completing a 3rd grade exam. She told me that my ex-husband was found out by his company and was given a disciplinary action after he pretended to go on a business trip and dated his mistress. The reason for the divorce was her ex-husband's infidelity. It was also rumored that the other woman was a junior at her company, Na-san, and Na-san felt she had nowhere to go, so she quit the company. Now that her ex-husband had finally gotten a divorce, he apparently proposed to Na-san to be together, but she flatly refused. Apparently, he had a sudden awakening when he saw Mitsuhiko masturbating in front of his wife at that time. He apparently thought that bullying Ihiko-kun was his privilege alone, and was dumped for some inexplicable reason. Left all alone, the ex-husband turned to his parents at home, but when they learned of their son's actions, they were shocked and told him that they had no intention of helping him. He has child support to pay, can't quit his job, can't expect financial support from his parents, and doesn't have the energy to look for a new job. He is planning to rent a car and move to a cheaper property in the near future. When my ex-husband and I were looking for a place to live before we got married, I jokingly suggested that we go and check out a property that was cheaper, but he was half-hearted and said, "What are you talking about?
I absolutely don't want to. Quote, I think he's changed a lot. Or maybe he just couldn't help it. As for me, the only thing that's changed since then is that I've come to hate the number 7. While I've been busy raising my child on my own, I've gotten back into my pre-pregnancy figure. My ex-husband called me an old lady, but I'm trying to be a proper old lady by focusing on taking care of my skin and maintaining my figure while also focusing on childcare. There are many things I don't know about raising a child for the first time, and there are days when things don't go well and I get depressed, but seeing their growth is a priceless reward and a source of motivation. Lately, my child has become more expressive, and when he moves around by standing up or holding on to something, he looks like a doll and it's so cute that I can't help it. Well, I have plans to meet a friend from my hometown today. She doesn't have any children, but she suspects her husband of cheating and wants me to give her advice. If she's okay with my experiences, I'm happy to talk to her as much as I want and help her. All the cheaters in the world should get their money's worth. My husband of 20 years muttered. I felt like I was family with you. But you and Megu-chan are in serious love and serious. You're seriously going to be with my subordinate. I get it. Whatever happens in the future, please do your best. I can see right through what's going to happen. Even though I don't have any special skills, I've been living a diligent and serious life, so I know everything. It's in my head. I wish you happy life. I'm Miyu, 48 years old. I've been working diligently in the accounting and general affairs department of a small and medium-sized company for over 20 years. Even after getting married, I've been working as a friend, juggling housework and work, and before I knew it, I'd been married for 22 years. I met my husband, Kay, through a friend's introduction. To be honest, at first I thought he was a little unreliable. But he had a kind smile and was a calming person to be with. So we decided to walk together. We were not blessed with children. We thought about it during infertility treatment, but we talked about leaving it to nature. This is the form of our marriage. I thought that was fine. My husband is now 52 years old. He is a manager in the sales department of a medium-sized company. My husband and I currently live together in an apartment near his parents' home. My father is 80 years old and my mother-in-law is 78 years old. They are both full of energy now. However, I quietly prepared myself for the day when I would need to care for them, considering their age. I made a life plan so that I could save my work in a few more years and fully support my parents-in-law. I am always planned. I think about the worst-case scenario, estimate the risks in advance, and aim for the optimal result. I have always done that at work and at home, and I'm sure I will continue to do so in the future. Financially, we have more leeway because we don't have children, and both my husband and I have valued the time we spend enriching our hearts. My husband's hobbies are sea fishing and watching movies. Fishing is only my husband's hobby, but I also like movies. We often went on movie dates together. I also have my own hobbies. On weekends, I went to the toge art class and enjoyed touching the soil and making pottery. The small plates and mugs I made blended naturally with the dining table and brought me a small sense of satisfaction. On the balcony, there were flowers blooming with each season and small herbs called yakami. Watering the flowers in the morning was the most mentally peaceful moment of the day. And it was a small pleasure to gradually collect tableware that I liked. Katao brand tableware and handmade works by Backade artists. None of them were flashy, but each one had a story and added color to my husband and my life. It didn't have to be flashy.
I just wanted to grow old peacefully while supporting my family. I sincerely hoped for such a small happiness. At that time, I believed that my small happiness would continue. I never dreamed that one day that future would suddenly collapse with a sound. Busy days continued at the company as usual. Because it is a small company, accounting, general affairs, and everything else are handled by me and another female employee, Yamashita Gu. Yamashita-san is 26 years old. She lives so far away that I could call her my daughter. She was pretty, cheerful, and friendly, and was loved by the senior employees. But I felt that from the moment Yamashita joined the company as a new graduate, this girl was good at pretending to work. Mistakes in entering the receipt, late submission of invoices, misreporting of visitor numbers. I'm sorry for all of it. I just smiled and said, I'll do it. The reason it didn't become a big problem was because I was secretly covering it up and keeping up with her. Well, that can't be helped when you're young. At first, I thought that and didn't say anything. No one is perfect from the beginning. But it's been 4 years since she joined the company as a new graduate. I'm worried that she won't become a full-fledged adult soon. Is it wrong for me to cover for her? I think it's really difficult to raise people. Then one day, Yamashita spoke to me while I was at work. Shimada's husband came to pick me up at the farewell party for Konomata, right? I talked to him a little, but he seems kind. He said that with a smile that didn't give in. Yes. I said something that might be called unranking, but I ended up putting my husband down a little. In Japan, it is polite to speak ill of your own family. It is true that he is the most indecisive person, but I didn't think much about it at the time. Oh, my husband is also praised by young girls sometimes. I thought I would tell him when I got home. But it was true that it bothered me a little in the back of my mind. Why bring it up now? There was no need to bring up my husband during a busy workday, but the sense of incongruity gradually pierced me like a small tea. My direct superior is Mr. Kawakami, the manager of the administration department. He is a man in his early 40s who manages the administration and accounting department. He is a calm type who is strict at work and doesn't talk nonsense. A foul-mouthed mid-level employee said that he would be suffocated if he married such a person, but I don't know if that is the reason for his special nature. I wonder if people who are strict at work are like that in their private lives too. That strict superior, Mr. Kawakami, asked me to prepare important meeting materials in the car. Shimada-san, can you do it? At that time, Yamashita-san raised his hand energetically. Oh, I'll do it. A slightly spoiled voice from the top. I've said that many times, but Kawakami-san didn't change her expression. No, this is an important document, so I want you to refer to past data and finish it properly. I'll ask Shimada-san. In other words, I can't leave it to Yamashita-san. Yamashita-san seemed to notice this and puffed up with dissatisfaction. Shimada-san is great. I envy her because she seems like a capable woman. I want my boss to rely on me too. I admire her. If that's the case, then first learn the job properly and do your work carefully. It was on my tongue, but I just smiled and let it go. After 4 years together, I know it even if I don't want to. Yamashita-san doesn't make an effort. But people say she's amazing. I want to be told that she wants to act like a capable woman, but she has no real ability. She's just a girl who wants to be recognized without making an effort. That's how I saw her. I've taught her and warned her many times. But she didn't change at all, so I almost gave up.
Those who think that it's enough can lead a horse to water. But it's up to the horse to drink the water. However, at that time, I didn't know. She kept telling me that she admired the fact that she was reaching for something important to me, but she was trying to get closer to the object of her admiration. Little by little, I started to be a little bothered by Yamashita's words and actions. For example, while we were chatting in the car, she suddenly said this. Your husband is the sales manager, isn't he? I think sales is really cool. I stopped for a moment. Sales manager. It's true that my husband, Kazu, is the sales manager at another company. But it's strange that she knows that. How do you know that? When I asked Yamashita back, she looked away for a moment, then tilted her head in a deliberate manner, saying, huh? I thought I heard it from Shimada, but was I wrong? Quote. I gave a wry smile and let it go, but no, I didn't say it. In my heart, I clearly denied it. Normally, there's no way that someone would go out of their way to talk about their husband's position in casual conversation at work. First of all, I'm not the type of person who often talks about my private life with my colleagues. It's strange. The small sense of discomfort turned into a definite doubt in an instant. Mega was hinting at something. During dinner at Alba, I asked my husband as we were chatting. It was this time. What did you think of the girl we met at the Sobakai? Her name is Yamashita-san, and I'm teaching her how to do her job. My husband stopped holding his chopsticks for a moment and answered in an unusually fast voice. Oh, what? She's nothing special. She's young, but I didn't think anything of it. She's normal. She's normal. She's very logical in denying it. I smiled calmly and observed calmly in my mind. This person is hiding something. A feeling like such certainty slowly rose up. The following Monday, while at work, I suddenly noticed Yamashita GU playing with his smartphone. I didn't go out of my way to look at it or anything like that, but a line notification flashed on the screen. Shimada-K was cute the day before yesterday. Shimada-K It's an alliance anyway. I don't think it's that easy. My hair was pulled back without thinking. Shimada Kichi. My husband Kichi. There was no mistaking who sent the message to whom. And the message itself. You were cute yesterday. My husband said he was going fishing yesterday morning and left. I've known my husband's hobby is sea fishing since we got married, so I didn't question it. I also know that he spends a lot of money on fishing equipment. I didn't say anything. I just quietly looked away from the screen. That's what it was. I pretended not to know anything and went back to sorting my documents as usual. But I had made a clear decision in my heart. If I get any conclusive evidence next time, I will never forgive him. My careful planning until retirement may change drastically. That day was Saturday. My husband went shopping during the day and went out drinking with his colleagues at work in the evening. I spent the day feeling a little uneasy, cleaning and taking care of the plants on the veranda. Thinking that this is what they mean by memorizing suspicions, my husband came home at night and left his smartphone in the living room as he went to the bathroom, when he suddenly noticed a notification on his smartphone that lit up. Megu-chan, Kei-kun, I'm glad you were able to say hello to your fathers today. I want to live with you soon. For a moment, I stopped breathing. Say hello to your father. The screen continued with another message. Your mother was also very kind. Now I feel relieved.
I unconsciously held my husband's smartphone tightly, saying hello to his parents. That's not just cheating anymore. I'm seriously thinking about remarrying. No, wait a minute. Isn't there an order to things? We're not even divorced. My husband has never cheated on me before. I have no evidence, but he's a serious, kind person who can't lie. I've lived with him for over 20 years with that in mind. After being stunned for a while, I gently put my smartphone back on the table and sat quietly on the sofa. Hot is not the type to care about smartphone notification settings. That's why the contents are so visible like this. I have to say that everyone has poor listening and management skills. I'm also annoyed that it's an unsmart affair. At that time, I remembered the line notifications on Yamashita's smartphone. Unlike my husband, there's no way that the young Yamashita-san doesn't know how to hide notifications. I wondered if that was on purpose. I wonder if she's challenging me to a fight. She can't beat me at work, but instead she's trying to win the game of stealing my husband. Am I overthinking it? A few minutes later, my husband came out of the bath. Phew, baths are the best after all. I quietly asked my husband, who came into the living room while drying his hair with a towel. Hey, do you know? In Japan, it's one step a year, right? You can't remarry until you get divorced. My husband stopped for a moment. I silently pointed to the smartphone on the table. You haven't changed the notification settings, have you? I can see and read the messages that arrive normally. My husband's face turned pale. He frantically operated his smartphone to check the line messages. Well, hey, wait a minute, it's not that. This is not right. I guess it's not right that I went to greet your parents. Just the two of us, young Megu-chan. No, that's true. Oh, he admitted it so easily. I already felt like I was family with you. But I was in love with Megu-chan. The words stopped there. I'm already family with you. I'm in love with Megu-chan. I repeated my husband's words in my head and took a deep breath. Yes, that's what it was. My husband continued as if he had vanished his stomach. I'm thinking of remarrying Megu-chan. It was a meaningless phrase. Someone who can't lie. I thought that was my husband's midden, but being honest doesn't always mean that I can forgive him. I quietly stood up. I see. Well, I'll take care of it later. Miyuki, let's get a divorce. I told him that and headed to my room. My husband was desperately calling out to me while caring for me, but his voice no longer meant anything to me. I've always tried to believe. I thought that I could grow old with this person. But it was wrong. When a man cheats on his wife, he often uses the excuse that she is no longer his wife or woman, but his family. I never thought I would hear it from my husband's mouth. Is it okay to betray someone if they are family? It was neither anger nor sadness that spread deep in my heart. Just cold despair. Shimada-san seems like a capable woman, isn't she? I like her. I admire her. Mega Yamashita's words echoed in my head. At least she is winning the game of stealing my husband from me. My husband was cheating with a woman who could be called her daughter. And my subordinate approached him, knowing that he was my boss's husband. I was in between the two of them, working hard at my private life and work. I thought everything was terrible. But I didn't cry. I didn't get angry.
I just quietly made up my mind. I'll make these two fools pay the price. The next day, I started to act calmly. Evidence of infidelity. Maybe we don't really need that anymore. Because they are openly talking about being in love and remarrying. Still, I moved my hand quietly just to be sure. So that I wouldn't be able to make excuses later. So that I wouldn't forget this anger myself. First, the line notification I glanced at that day. The screen disappeared in a few seconds, and I briefly punched it into my mind. No content sender Megu-chan message 1K-kun thank you again today. I was glad to be able to say hello to the fathers. Message your mother was also very kind. Now I feel relieved. I wrote it down in the memo app on my smartphone. It may be weak evidence, but I'll leave it so I don't forget. Good morning, I'll leave it. Next, I organized my husband's traffic history, the reservation confirmation email for the business hotel where he stopped on the pretense of a business trip. The credit card camouflage shows payment for a dinner plan for two. The etc. history of the car shows evidence of entering and exiting the same interchange. I calmly put it all together one by one. When I lined up the evidence, it became clear that they were related. The two of them had only recently started interacting. They started communicating rapidly after meeting at the farewell party for my company, and apparently they fell in love in a short period of time. My brain is in a flower garden state. I'm really stupid. After just a few dates and sweet line exchanges, he's excited about being serious and getting married for the first time. I was so shocked at the morning grave that I couldn't say anything. Is this what a man in his 50s does? This is enough evidence. Oh, we're just going through the process. To be honest, I'm not completely free of anger and hatred. I wonder what the 22 years we spent together were all about. Maybe I should just let my emotions get the better of me and yell and cry. But I knew that doing that would be pointless. The only way to respond to all my anger and sadness is with action. I quietly and calmly prepared to fight back. I also contacted my husband's parents. When I calmly told them that I had decided to get divorced, my mother-in-law on the phone cried out in a panic. Why? Why? There's no such thing as Kazushige having an affair with my subordinate and remarrying. Oh, that girl was your subordinate? My mother said apologetically. I'm sorry, Miyu. After all, both my husband and I want to see our grandchildren. A young bride, huh? That's what it was. I guess she was secretly happy when she heard he was going to remarry with a younger wife, thinking that she would be able to hold a grandchild in her arms. Is that so? I had planned my life with the idea of caring for my father and mother in the future in mind. From now on, I'm going to ask Kazuto and his new wife to take care of him. I hung up the phone without paying attention to my mother-in-law who was about to say something. I wonder if my parents-in-law understood. My mother-in-law is 78 years old, my father-in-law is 80. Their son, Keiichi, is 54 years old. Even if they remarried and had a child soon after, would that Yamashita be able to care for them while raising a child? By the time their child becomes an adult, Keiichi will be over 75 years old. What about his income? Did he really think that much about his health condition when he wanted to divorce me and remarry? No matter how I thought about it, I couldn't think of it. Well, it's not something I have to do with myself. And the following Monday, I went to work as if nothing had happened. The car was somehow filled with a gloomy atmosphere. Did you hear? Yamashita-san is getting married. Apparently her partner is much older and a general manager at a food company. He said it was a great year.
I heard the whispers of my coworkers. Yamashita-san went to greet her husband's parents on Saturday, and on Monday she told everyone at the company. She is quick when it comes to this kind of thing. Yamashita-san was sorting out receipts at the table diagonally opposite me with a nonchalant look on her face. She glanced at me from time to time, but I completely ignored her. Then, during my lunch break, I was making tea in the office after praising myself for my lunch, when Yamashita-san came in with a triumphant look on his face. Murder-san's voice was strangely high-spirited. I'm getting married. I went to greet their parents and they welcomed me very much. She said this with a big smile on her face. I wonder if she thought I didn't know. I smiled back. It seems so. Carnivorous girl. I'll give you your decoration-friendless husband. If I didn't know, she seemed to be planning to say that the other person was Ta-san's husband. The only success was that you made that awkward surprise fail. Good for you. But it's going to be tough from now on. The divorce hasn't been finalized yet. How are you going to get married? Yamashita's smile froze for a moment. But you're going to get divorced, aren't you? Because Kei already loves me, that means he chose me, she said, as if declaring victory. I sighed and spoke quietly. Love, right? There are plenty of couples in the world who don't have love. More importantly, if you're going to get married, there are some things you need to resolve before that. It's the same with the finalization of the marriage, but if that happens, I'll first demand compensation for the unspecified act. From your husband and from you. The blood drained from Yamashita's face. Of course, you were prepared for that, knowing that she was someone else's spouse and then laying hands on her. Yes, but if there's love, the next thing is the house. The apartment where you and I are currently living is in my name. Neither Kei nor you have a single millimeter of rights. I bought the apartment with the intention of caring for my parents-in-law, but if we get divorced, they'll be complete strangers to me, so it won't matter anymore. Well, you can live with your parents-in-law who are welcoming you. But if Kei-kun gets divorced, we'll live together in an apartment. This woman and that husband are both living in a flower garden. I wonder if they can only see their own happy future. Is this what they mean when they say love is blind? It's not true. My husband and Megu simply didn't see anything to begin with. I bought an ad mansion when I was 40 years old. I gave up on having children, and planned my life to live with my husband and eventually my parents-in-law, with the idea of nursing care in mind. That's why I decided on an apartment with a barrier-free design. I think I also felt a little guilty about not burying my children. I have an older brother. My parents, my brother, his wife, and their 3 children live in my parents' house. My parents are also quite elderly, so they extended the house for me about 5 years ago. At that time, my mother told me that it's easier for elderly families to live in an apartment than in a house. It's hard to go up and down the first and second floors. So I got a large sum of money from my parents' inheritance while they were alive, and combined it with the savings I had saved up little by little from my friend's work, and put in a large down payment to buy an apartment. I paid the loan from my personal account, separate from the living expenses for my husband and I, and the property is in my name alone. I didn't let my husband get too involved in the details of payments and ownership from the beginning. He was indifferent to such things, so I didn't predict this would happen, but if I had to say, the insurance I took out on myself has come in handy now. Yamashita-san was still gaping at the thought. Then I smiled and put the finishing touches. I'll leave the care of my parents-in-law to you and Kei-kun.
Because now you're family, aren't you? Well, you're both still healthy. That's right. But you're 80 and 78 years old. It seems that your father is starting to show some symptoms of dementia. Dimata-san's face turned paler. And he added just one last thing. Kei-kun is 52 years old. 8 years left until retirement. After retirement, your salary will drop sharply for about 5 years. From now on, you will have a good taste of reality. With those words, I left the office. At that moment, I suddenly felt a presence and turned around, and Mr. Kawakami, the manager of the management department, was standing at the entrance to the office. He was looking at me with a blank expression and calm eyes. He may have heard everything. It was a little awkward, but I didn't show it on my face and just lightly baited him. Mr. Kawakami nodded lightly and asked if I was okay. I was surprised that his voice was gentler than I expected. Yes, I'm okay. I smiled and answered, and he said, I see, and left. I felt like a silent message was firmly lingering in the air. There is someone who looks after me. That was enough. A few months later, my divorce was finalized and I collected the alimony. My husband and Mr. Yamashita together paid 5 million yen. It seems that Mr. Yamashita's letter was paid by my ex-husband, but that's irrelevant. The alimony was high because the two of them and my ex-husband's parents rushed to get married. You can't remarry unless the divorce is finalized. We shared a set amount of living expenses each month and saved the rest. So when we divorced, we didn't talk about dividing assets and agreed that each of us would keep our own savings. I knew roughly how much my ex-husband had saved, and I knew it was surprisingly small. I think it was because he spent money on his hobby of sea fishing and a car that he only drove occasionally, but after paying me 5 million yen in alimony, I think he was left with a rather pathetic amount for a 52-year-old sales manager. Of course, the apartment is mine, but I don't intend to live in it. I decided to buy it after thinking about my ex-husband and his parents. I felt like it was proof of my stupidity, so I wanted to get rid of it as soon as possible. I'm thinking of buying a more personal apartment with the money from selling the apartment. Yamashita-san then quit her job immediately after that. She had told people around her that she was her husband, and her reputation went from being a blessed bride to being the worst kind of plunderer, and she became uncomfortable and voluntarily dissolved. Well, he was originally fully prepared to get a Kobuki metabolism, so it just happened a little early. If you think about the future, it would be better for him to work as long as possible and earn an income, but I think he's a really thoughtless idiot. Many of the employees were on the same wavelength as me, and of course I was also the object of their interest. I ignored them all and continued to work as usual. I was reassured by the fact that Kawakami, the head of the management department, casually followed up. Shortly after the two got married, Yamashita-san and EGU were found to be pregnant. I heard this information from an employee of the company who is still in contact with Meg. I thought he didn't need to go out of his way to tell me, but I would be lying if I said I wasn't interested at all. Then one day, I received a line message from my ex-husband. It's been a while. The message, which started with "how are you?" was full of long complaints. During the military pregnancy, her father's dementia progressed. Her mother, who was still strong, was exhausted from caring for her and was in poor health, so she was not in a position to be happy about the birth of her first grandchild. I really think I did something bad to you. Please, can you help me? Mego is also in a hysterical state every day with childcare and caring for her. I was amazed that he could say such a thing to me. I bought a barrier-free apartment thinking about your parents' old language. I wonder who ruined it all. When I replied, I got nothing back from my ex-husband.
A life of caring for my father-in-law with dementia and a child in need. Working and coming home to parents who need care and a wife who is busy raising children. Just imagining it is hell. But it was us who chose it. What is true love? Don't underestimate reality. Meanwhile, I continue to work at the same company, teaching the newly assigned new female employee how to do her job, and I am very happy that she is obedient and serious. I moved to a private apartment with a larger balcony than before. I thought that renting would be fine because I will be living alone, but I decided on Fumiba apartment because I wanted to buy a cat. The cat that I ended up living with is a cat named Mike, who is about 4 months old after remodeling. His name is Mike. Shimada-san. He's good at his job, but he has no sense of naming. Kawakami, the manager of the management department, laughed in amazement. I adopted this cat by chance. When I mentioned at work that I wanted to buy a cat, Kawakami said, "Oh, right. Actually, he's involved in cat rescue activities." Quote. I was quite surprised by this. Apparently, it's his mother who is mainly taking care of the cat, but on holidays she also plans and runs adoption events. This is very surprising. I can't imagine Kawakami-san loving a cat. I honestly expressed my opinion. I heard that there would be an adoption event soon, so I decided to go. That's where I met Mike. Mike has big eyes with a lot of white. His small pink paws are cute. Kawakami-san, who loves cats, was as mysterious as ever. His usual silent and cool demeanor was gone. He looked after the cat with his eyes downcast and in a foreign way. It's very surprising, but it's not bad. What do you mean it's not bad? It means it's nice. When I said that, Kawakami-san laughed with a complicated look on his face. After that, Kawakami-san and I became secret cat friends. I thought it was unnecessary to keep it a secret, but it seems that he doesn't like to bring his private life into work. I'm sure I didn't know, even though we've been working together on the street for a long time. On weekdays, I go shopping for the office and make dinner for myself with the menu I want to eat. I don't forget to bring snacks for Mike. Sometimes I enjoy wine alone, feeling the small warmth. On holidays, I go to the toge art class and take care of the plants on the balcony. My favorite Katao tableware and homemade cups are lined up in the living room of my apartment. Every day is very comfortable like that. Kawakami-san is usually expressionless, but when he sees a photo of Mike, he smiles. He has a nice face. He sometimes jokingly says that I look like Shimada-san. I'm surprised, but it warms my heart a little. Recently, Kawakami-san and I sometimes have dinner together. We're both quiet, but that's comfortable. I'm not thinking about love or remarriage or anything like that right now. But I think it's not bad if there's a future where we can always laugh together like this. Mike sits on my lap. I gently stroke him and look out the window. A new season is just around the corner.いいでしょ？県外まで私を送るついでに友達の子供預かってよ。車の運転くらい妊娠中でもできるじゃない。身重の私を見下し、こき使おうとする姑と義妹。私は何一つ悪いことをしていないのに、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないの？そんなニッチもサッチもいかない私の生活を救ってくれたのは、頼もしい夫の存在だった。私の名前はあずさ。3人の子供と夫に囲まれ、毎日母親業に勤しむ48歳だ。いやー、初めて子供を産んだ時のことが、この間のことのように思い出せるのに、
気づくとその子供が3人もいるんだからね。時の流れは早いな。と、年輪を巻いてすっかり太めになってしまった自分のウエストに思いを馳せる日々である。3人産んだにしてはまだ細いはず。多分。今から20年ほど前、私はお腹に赤ちゃんを授かった。後にこの子が私と夫、真治の第一子として生まれるのだが、それはまた別のお話。あの頃の私は結婚生活も順調で、嫁姑問題に悩むこともなく、誰が見ても幸せなお嫁さんだったと思う。可愛さ重視で履いていたヒールのある靴を脱ぎ捨てて、動きやすさ重視のスニーカーを履くことが多くなるという、自分のささやかな変化さえ、当時は愛おしく思っていた。そんな中、私と夫にとっては嫌なニュースが入った。県外に転勤？単身赴任するかどうかは家族と話して決めろって言われてな。そんな。聞けば夫の上司が単身赴任先で怪我をしてしまったため、代わりになる人材を求めているらしい。そこで別の部署で上司と同じ仕事を請け負っていた夫に白羽の矢が立ち、上司の怪我が治る間の短期間でいいから、県外の事業所に来てくれないかというお声がかかった。来てくれないかという相談ベースではあるが、実質拒否権はないようだ。会社的にも短期間で済むんだからこの程度のことは快諾しろというスタンスである。転勤となると産婦人科を変わらなきゃいけないし、単身赴任でお前を置いていくのも嫌なんだよな。どうしたもんか。そう言って頭を抱える夫。私としても今更受診先を見知らぬ土地の産婦人科に変えるのはちょっと嫌だったし、かといって安定期に入っているとはいえ、このタイミングで夫が単身赴任になるのも心細い。両案らしい両案は思い浮かばなかった。回答期限に余裕はあるし、ちょっと考えてみて。と夫に言われ、一旦回答を保留にしていたのだが、そんな折、姑からこんな連絡が入った。あずささん、元気にしてる？妊娠してからというもの、姑は定期的に電話をくれた。お母さんこそお元気ですか？最近朝晩の温度差が激しいでしょ？そっちのお家は高台だし、冷え込むんじゃないですか？大丈夫よ。私は肉の布団を身につけてるから。そう言って、あははっと笑う姑。私も一緒になって笑った。姑とはどんな冗談も気軽に言い合える仲だ。嫁姑問題なんてものは一切なく、実の親子のようないい関係が築けていた。夫も私と姑の関係を見て、義理の親って嫌がられるもんだけど、仲良くなってくれて安心したよ。と目を細めていたほどである。だからだろう。電話を切った後、夫がこんなことを言った。あずさが嫌じゃなければ、俺が転勤に行く間、うちの実家で母さんと一緒に暮らさないか？あそこだったら今の病院も通えるだろ？え？やっぱり嫌？お母さんが一緒にいてくれるなら私はむしろ頼もしいくらいよ。初めての妊娠なのに、私は両親どっちも他界しちゃってて、頼れるのはあなたやお母さんしかいないもの。本当は俺もあずさが心細い時にそばを離れたくはないんだけど、あずさが妊娠してから当の代謝異常も指摘されたりしたし、やっぱり今の病院は変わらない方がいいと思うんだ。夫の言葉に私も思わず黙った。そうなのだ。私は妊娠してからというもの、食事には関係なく、ホルモンバランスの関係で血糖値が上がり、それを病院にも指摘されていた。血糖値が高い状態が続くと、子供が大きくなりすぎたりすることもあるらしい。そのため、主治医にしっかり見てもらっているところだった。転勤が避けられないのであれば、夫の提案に乗る方が賢明かもしれない。でも、お母さんは私と同居でいいのかな？相談してないから勝手なことは言えないけど、多分母さんは、あずさを実の娘みたいに思ってるから大丈夫だと思うぞ。
そうかしら。一緒に暮らすってなったら、お母さんだってやっぱりいろいろ気を使うと思うわ。ましてや妊婦だし。はは、大丈夫だよ。あずさが身ごもってるのは自分の孫なんだ。海外しく面倒見てくれるよ。だってはいいけど。翌日、前は急げと夫は姑に連絡を取り、私との同居を申し出た。この提案を姑は二つ返事で快諾。ぜひ我が家に来なさい、とまで言ってくれて、次の週末には同居が始まった。いらっしゃい、あずささん。翌週、義実家を訪れるなり、姑は私に抱きついて来訪を喜んでくれた。同居が決まった時、改めて私から電話をした際のことだ。姑はこんなことを言っていた。同居って言い方がなんだか他人行儀で嫌よね。だってこの家はもうあなたの家なのに、強いて言えば規制よね。優しい姑の言葉に、ああ、家族と思ってもらえているんだ、と胸が温かくなった。その言葉に嘘はないようで、熱烈なハグの後に、姑はお帰りなさいと微笑みかけてくれた。少し気恥ずかしくて、ただいまです、と私が妙な敬語を使って、夫と姑に笑われたのは言うまでもない。きっと楽しい日々になる。そう思った。夫も私たちの様子を見て安堵したようで、週明けの月曜日には単身赴任すべく県外へと立っていった。お母さん、今夜の晩ご飯何にします？あらやだ、その口ぶり。もしかして自分で作る気？ダメですか？美味しくはないかもしれませんけど。いやーね、そういう意味じゃないわ。あずささん、あなたは妊婦なのよ。無理しちゃダメ。お料理くらい私がやるから。大丈夫ですよ。シンジと二人の時は私が作ってましたし。まあ、あの子ったら、身重の奥さんをこき使って、ダメね。そう言っておどけてみせる姑。私も笑いながら、こきなんて使われてないですよ、と返す。姑と二人の生活は最初からとても和やかなものだった。姑は常に私を気遣い、極力家事をさせないようにと先回りして動いてくれるほどだったし、私は私で姑を手伝いたくて仕方なかった。私の産婦人科にも姑が必ずついてきてくれて、頭を下げるための食事療法などについても一生懸命勉強してくれたほどだ。一緒に暮らすのに必要な協力関係は十分すぎるほど築けていた。女同士の暮らしということもあり、ある意味夫との生活よりも気が楽だと感じることもあるほどだ。そんな私たちの楽しい日々に大きな亀裂が入ったのはある人物が現れてからだった。あ、お母さんやっと帰ってきた。久しぶり。早く中に入れて。ある昼下がり。姑と共に買い物から帰ってくると、玄関先に金髪ショートカット姿の若い女性が座り込んでいた。美穂？彼女を見るなり目を向く姑。美穂という名前には私にも覚えがあった。夫の妹である。ちなみに彼女は結婚の挨拶にも結婚式にもいなかったのでこれが初対面だ。あんた、長い間連絡もよこさなかったくせに、いきなり顔を出してどういうつもり？義妹を前に声を荒げた姑は、気が高ぶっているのか、持っていた買い物袋を落とした。慌てて私がそれを拾うと、妊婦の私を路上にしゃがませたことに申し訳なく思ったのか、姑は我に返った。ずささんごめんなさい。美穂、とにかく中に入って話し合いましょう。はーい。姑の怒りを分かっていながらも、どこ吹く風な義妹。話には聞いていたけれど、すごい子だ。姑が鍵を開けると、義妹は私が一番と言わんばかりに室内へ入り、リビングまでまっすぐ進んでいった。その後ろ姿を見た姑が、ため息をつきながら頭を抱える。義妹は、10代の頃に、今は亡き舅と大喧嘩して義実家を出ている。なんで喧嘩したのかって？当時義妹が交際していた男が前科持ちだったのだ。例えば、親に食べさせてもらえず、辛くておにぎりを盗んだ。
とかなら決していいことではないが、家庭が悪かったのね、と情状酌量の余地もある。しかし、義妹の交際相手が起こした犯罪は、同級生との暴力事件。それも、やんちゃ同士の喧嘩などではなくて、弱い者を一方的に蹂躙するようなものだ。さすがに理解しがたい。当然、家族の誰もがこの男と義妹が交際するのを反対した。中でも一番反対したのが舅だ。そんな暴力男がお前に手を挙げないとは限らないと、前科云々よりも義妹の身を案じて、二人の交際をやめさせようとあの手この手を使ったらしい。学校に行くと言って男に会いに行くので学校にも行かせず家に閉じ込めたこともあったとか。それでも言うことを聞かない義妹と最後は大喧嘩になり、義妹が家を飛び出した挙句、その男と結婚。そのまま義実家には帰ってこなくなった。というわけである。実は離婚してさ、叩かれたりして、ほんと大変だったんだよ。ソファーの上であっけらかんと話す義妹に、姑が本日何度目かの頭を抱える素振りを見せた。だから言ったじゃない。あんな男やめておけって。と、姑がため息をつく。若気の至りってやつだよ。当時は彼と一緒にいるのが私にとって一番正しいことだと思ってたし。だから仕方ないでしょ。とでも言いたげな義妹。長い間、家族に心配をかけたことは何一つ悪いと思っていないようだ。お父さんは最後まであんたを心配してたのよ。え？最後ってどういうこと？一昨年亡くなったの？ああ、マジか。そりゃあ残念だったね、という義妹。多少殊勝な態度にはなっているが、とても自分の親が他界したことを知った者の反応ではない。義妹の中では、舅の存在はその程度なのだろう。本当に親不孝娘で申し訳ないとは思ってるんだけどさ、私をこの家に置いてほしいんだよね。ちっとも申し訳なさそうではない様子で、そんなことをのたまう義妹。姑は、ちょっとは反省しなさいと怒鳴った。当然だ。結局この日、姑は義妹の申し出を断ったのだが、翌日も、そのまた翌日も、ずーっと義妹は義実家へとやってきた。本人の言う、離婚してお金もなく、家も借りられないというのが本当か嘘かはわからないが、少なくとも自力で何とかする気はないらしい。姑を頼ろうと必死な様子だった。そんな義妹に10日ほど粘られた末に、姑は私に頭を下げ、あの子も一緒に暮らさせてやってほしい、と言ってきた。冷静に状況だけ見れば、よそ者は私の方なので断れるはずはない。あれだけ突っぱねていた姑が義妹を受け入れたことはショックだったが、やはり娘が可愛いのも事実だったのだろう。男と縁が切れたなら、と、これまでのことを許す気持ちが出てきたのかもしれない。正直なところ、自分勝手を絵に描いたような義妹との同居なんて嫌な予感しかしなかったが、もちろんです、と私は答えた。こうして三人での暮らしが始まったのだが、あずささんは男で苦労したことなさそうだよね。台所で二人きりになった途端、そんなことを言い出す義妹。いくら義理とはいえ、私は家族に男性関係の経験などを話すのはちょっと嫌なのだが、義妹は何かと、昔の彼がとか、前の旦那がという異性関係の話題を出すことが多かった。どうかな、人並みだと思うけど。前科者と結婚していた義妹ほどの苦労はそりゃあないけど、と思いつつ、私は適当に会話を交わす。兄ちゃんと結婚して、妊娠して、いいよね、順風満帆じゃん。でも、すぐにシンジが転勤になっちゃったりしたし、結構大変だよ。は？その程度で大変とか舐めてんの？私は旦那に痛めつけられたりしたけど、子供もいないし。義妹にきっと睨まれ、私は思わず口をつぐんだ。こういう会話をどう返すのが正解なのかさっぱりわからない。不
不幸自慢の義妹に全然大変じゃないよと言っても角が立ちそうだし、大変だと答えたらこのざまである。出会った当初から義妹はやや私に逆恨みのような感情を抱いているようだった。最初は私がいわゆる外野の人間だからかなと思っていたのだが、どうやら順調に結婚し、義両親にも認められ、妊娠を心配された末に、姑と同居しているような状況の私に嫉妬しているようだった。自分は10日近くも実の母親に頭を下げて、ようやくこの家に置いてもらえたのに、と。義妹と私ではやらかしたことが大きく違う。完全に逆恨みじゃないか、と言ってやりたいが、そう伝え、理解してもらえるなら、そもそもこんなギスギスした関係にはなっていない。言っても無駄な状況だと思い、私自身も義妹との関係の修復は諦めていた。きっとそれがいけなかったのだろう。ある日の朝、私の分だけ朝食がなかった。朝食は姑の担当だ。同居を始めてからこの日まで作ってもらえなかったことなどない。義妹と姑の分はしっかり準備してあって、洗濯機を回しにその場を離れていた私を待つことなく、二人だけで食事をとっていた。その光景を前に、ポカンと立ち尽くす私を見て、にやりと微笑む義妹。姑は不自然なほど、私とは目を合わせようとせず、まるで私がそこにいないかのように振る舞っていた。一体どうして？何か粗相をしただろうか、と必死で考えていたら、昼前に姑から声がかかった。あずささん、買い物に行きましょ。あ、はい。朝のは何だったのか。聞くのが怖くて、できる限りいつも通り接した。しかし、買い物に行っても、私とはほとんど口を聞かず、何かを言ったら黙られてしまう。代わりに、義妹と姑が二人で盛り上がっていた。この輪から外されそうになっているのは、勘違いじゃないらしい。ガッタガッタ。じゃ、あずささんこれ持って。え？突然、2日分の食料が入った買い物袋を私に託す義妹。いつもなら、妊婦に重いものは持たせられないという姑も黙ってその様子を見ていた。手伝ってくれそうな様子はまるでない。終わった、と思った。実は当時、私が太りすぎるのを防止するために近場なら歩いて買い物に行っていた。つまり、この食材を私一人で家まで運ばなきゃいけないのだ。妊婦には拷問である。しかし、持ち運ばないわけにはいかないので、重たい荷物に重たいお腹を抱えて必死に歩いた。二人は私の歩みを待つこともせず、談笑しながらスタスタ自宅に戻っていく。楽しそうな笑顔を浮かべる姑を見るたびに、あんなによくしてくれていたのになぜ、と悲しみが募った。原因もわからないまま、その日から私は二人にいびられるようになった。買い物は必ず荷物持ち。先に帰った二人に締め出されたこともたびたびある。町内の仕事が大変だからと押し付けられ、身重なのに町内の側溝のヘドロ清掃をさせられたり。まあ、ヘドロ清掃はさすがに近所の方が、あんたその体でそんなことしちゃダメよと、ゴミ袋持ちに回してくれたが、私のタイミングの時だけお風呂の湯を汚されたり、食事療法中なのに味の濃いものばかり出されることも多々あった。要件を言う以外での会話の無視も日常化していたが、そんなものは可愛いものである。もちろん、黙って好き放題されていたわけではない。私も二人の言い分に反論などはしていた。が、二人対一人じゃ勝ち目がない。妊娠中だから勘弁してくれ、なんて言おうものなら義妹から、妊娠は病気じゃないんだから働けデブ。と罵られるありさまだ。優しかった姑もすっかり人が変わり、妊娠を理由に甘えないで、などと言う。おかげで気づくと私はこの家の家事のほとんどを担っていた。徐々にお腹も大きくなり、腰痛も併発。動くことさえ辛かったが、私に休みは与えられない。
家事をして嫌がらせをされて、出産前だというのにストレスだらけの日々だった。そんなある日、仕事を頼んでも何させてもとろいね。妊娠中だからと甘えてないでシャキシャキ働いてよ。そう言って、お物を見るような目で私を睨む姑。すみません。と私は力なく謝罪した。姑は不満そうにため息をつき、きびすを返す。あまりにも冷たい態度を前に、私は思わず姑にこう尋ねた。お母さん、どうして私をそんなに嫌うんですか？以前はすごく優しくしてくれてたじゃないですか。すると姑はぐわっとこちらを見返して、あんたのせいでしょ？と叫んだ。え？美穂から聞いたわよ。私とはずっと仲良くするのが苦痛だったって。私は本当の娘みたいに思ってたのに。こんな裏表の激しい嫁だったなんてね。待ってください。そんなこと言ってないです。よく言うよ。なんだっけ？私の口が臭くて話すのも辛かったって？一緒に食事もしたくない。食欲が失せるって言ってたんだってね。そう問い詰められ、突然姑が私と一緒にご飯を食べたがらなかったり、私の食事を抜きにし始めた理由に納得がいった。そう、義妹は姑に、あずささんがお母さんを嫌っていると、あることないことを吹き込んでいたのだ。誤解を解こうと思ったが、姑に取り付く島はなかった。ここまでこじれてしまったら、関係の修復はもう無理だろう。義妹からは逆恨み、姑からは誤解。もうどうしたらいいのかわからない。いっそ夫にすべてを話そうか。心配をかけるだろうか。仕事に支障が出るだろうか。じゃあ黙って夫と暮らした家に戻ろうか。いろんな考えが駆け巡ったが、疲れているせいか、考えもまとまらず、なんとなく義実家に残り続けていたのだが。ねえ、あずささん、今日出かけるから運転して。は？そう言って私に車の鍵を投げる義妹。聞けば最近、オープンしたばかりの県外にある大型ショッピングモールまで行きたいらしい。そこで友達と待ち合わせをして一緒に遊ぶんだとか。ショッピングモールまでは車でたっぷり2時間はかかる。渋滞なんてしていたら3時間。考えただけで頭が痛くなる。もう私妊娠8ヶ月になるんです。もう車で長距離運転なんて体調的にも無理です。わがまま言わないでよ。買い物の時は車出してくれるじゃない。あれは近くだし、そうしないと食事抜きだって言われたから仕方なく。つべこべ言わないで。早く家を出ないと時間に間に合わなくなるじゃない。あ、いいこと考えた。え？今日遊ぶ友達がさ、子連れで来るらしいの。旦那が預かってくれないとかで。でも子供いたらのびのび遊べないじゃん？だからあんたが子供の面倒見てよ。なんで私が？いいじゃん。妊娠してるんでしょ？子育ての予行練習と思ってよ。そんなのおかしいでしょ？なんで私が会ったこともない他人の子供を預からなきゃいけないのよ。他人じゃないでしょ？私の友達の子供なんだから。どこがよ。どう考えたって他人じゃない。そんな口論を私と義妹が繰り広げていると、横から姑が、あ、私も買い物に行くから途中まで車に乗せて行って、迎えもよろしくね。とのたまった。結局、拒否権は与えられず、私は義妹と姑を希望の場所まで送り届ける羽目になった。もちろん、義妹の希望したショッピングモールに着いてからは、見知らぬ子供を押し付けられ、当然のように子守りをさせられた。この子供がまたわがままで、ショッピングモール内で叫ぶわ、走り回るわ、ちっともしつけをされていない子だった。ダメでしょ、と咎めれば義妹の友人に、そんなに怒鳴ったらかわいそうでしょなんて、なぜか私が怒られるし。義妹の友人とやらも、チャラチャラした雰囲気だったので、親にして、この子ありというところだろう。子供は無条件に可愛いものだと思っていたけれど、預かる背景や、預かった相手次第で、子供も可愛く見えなくなるもんなのか、と私は余計なことを学んだ。
子供はそっちのけで買い物を楽しむ義妹とその友人の後を追っていたら、あずさ？そう呼びかけられて思わず振り返ると、そこには夫が立っていた。あなた？なんでここに？それは俺のセリフだよ。俺は同僚と昼飯食いに来たんだけど。ああ、そうだ。ここは夫の赴任先に近いんだったっけな。もういろいろありすぎて気づかなかったわ。母さんたちも一緒なのか？その子供はどこの子だ？見るからに驚いている夫に、私は静かに首を横に振った。お母さんは来てない。よそに買い物に行ってる。この子は、美穂さんのお友達の子供。美穂？は？あいつうちに戻ってきてるのか？私が同居を始めて少ししてから、離婚したみたいで戻ってきたの。そこまで話した途端、私は張り詰めていたものが切れたように涙を流してしまった。夫も私の様子に何かあったことを察したのだろう。ゆっくりでいいから話してくれと言われ、私はこれまでのことを夫にすべて話した。途中、気を使ってくれたのか、夫の同僚の方が義妹の友人の子供の面倒を見てくれた。夫にすべてを話す間、まあまあな時間が経っているというのに、義妹も友人も、身重の私の様子も、子供の様子も見に来ない。夫は正直、寝耳に水の話だったこともあり、私の話に半信半疑の様子だった。無理もない。私と姑は本当に仲が良かったのだから。私だってこの状況は自分でも信じられないくらいだ。しかし実際に目の前で私がないがしろにされている様子を目の当たりにしたことが私の話の裏付けになったようだった。帰るぞ。あなた仕事中でしょ？早退する。いいよな。そう言って同僚の方を見る夫。同僚の方も、今日は取引先の挨拶回りだけですし、あとは資料まとめるだけなんで俺やっときますよ。安心して帰られてください。と言ってくれた。こうして私は夫の車で義実家に帰ることとなったのだが、夜になり、最初は姑が、次に義妹がすっかりブチ切れた様子で帰宅した。それもそのはず。私がいないと彼らは帰宅の足がないからだ。車はショッピングモールに置いてきていたが、車の鍵はなかったので、義妹は電車で帰宅。姑はちょっと離れたところのスーパーからタクシーで帰宅した。なんで勝手に帰ったのよ、子供も。迷子センターからアナウンスかかった時はびっくりしたわよ。と怒鳴る義妹。すると夫が義妹をギロリと睨んだ。身重のあずさを無理やり連れ出しといて随分な言い草だな。だいたい、あずさがいなきゃ子供はとっくに迷子だったぞ。そんなの知らないわよ。あずささんの仕事なんだから、自分の仕事くらいはきちんとやってほしいわ。他人の子供の面倒を見るのがあずさの仕事？違うだろ。お前の友達の仕事だろ。100歩譲って、相手と一緒に遊んでるお前の仕事ならわかるが。いきなり帰ってきてガタガタ言わないでよ、お兄ちゃん。お前こそ、急に出戻って、あずさを使いっ走りにするとはどういうことだ。夫の言葉に姑が、それはあずささんが悪いのよ。と反論した。あずささんは私たちを嫌ってるのよ。せっかくいい家族になれると思ってたのに。あずさが母さんの悪口を言ってるところを見たのか？いいえ。美穂から聞いただけだけど。母さんの目から見て、美穂とあずさは母さんの愚痴を話すほど仲がよく見えるか？そんなの、誰にでも言うでしょ？同居してる家族の愚痴だぞ。相手にバレないようにしないと、今のあずさみたいに嫌われるんだ。信頼関係がないと話せないと思わないか？夫の問いかけに姑が黙った。母さん、もう一度聞く。美穂とあずさはそんなに仲がよく見えたか？どちらかといえば、仲の良かった母さんの愚痴を美穂に話すよりも、あずさが母さんに美穂の愚痴を言う方が自然じゃないか？言われてみれば。そうだろ？いきなり同居人が増えたんだ。普通はそっちにストレスが溜まるはず。言っちゃなんだが、美穂とあずさは性格も真逆だ。
美穂の愚痴を言うならあり得る。が、あずさから美穂の愚痴を聞いたか？いいえ。そういうことだよ。あずさは誰かを悪く言うやつじゃない。母さんもわかってるだろ？なんで美穂の言葉を信じたんだよ。じゃあ、あれは美穂の嘘？姑の言葉に義妹がビクッと肩を揺らした。夫は、もう言い逃れできないぞ。認めろ。と義妹を促す。義妹の目が泳いでいる姿を見て、姑はすべてを察したのだろう。私の方を振り返り、涙ながらに、誤解してごめんなさい。美穂に話を聞いたとき、実の娘のように思っていたあなたに嫌われていたんだと思って、本当にショックだったの。周りが見えなくなって、本当にひどい、最低なことをしたわ。と頭を下げた。いいんです。誤解が解けて、嬉しいです。また仲良くしてくれますか、お母さん。私の言葉に、姑は大粒の涙を流しながら、こっちのセリフよ。こんな私でいいなら、あなたのために親として何でもするわ。と私を抱きしめた。夫はそれでも腑に落ちないようで、誤解にしてもやりすぎだぞ。と姑をたしなめる。姑はすっかり小さくなり、真治の言う通りね。と言って、再びごめんなさいと頭を下げた。で、美穂、お前はどうするつもりだ？謝るわよ。逆恨みしてごめんなさい。それで済むと思ってんのか？お前には父さんを苦しめた前科もあるんだぞ。正直家族としては何を言われても信用ならない。じゃあどうしろって言うのよ。生き地獄かな。え？この家で暮らすつもりなんだよな。まあ、行き先がないからそうしたいと思ってるけど。この家の生活費、今誰が出してるか知ってるか？お母さんじゃないの？あずさを預けてからはずっと俺が支払ってる。え？何不自由ない生活をさせてくれって頼んでたからな。それなのに、蓋を開けりゃ不自由な毎日だ。口約束とはいえ、こんなのは契約不履行だ。なら、責任を取ってもらわないとな。お母さんとの約束でしょ？なんで私が責任を取るのよ。お前が母さんを騙さなければこんなことになってないからだ。原因は全部お前にある。おまけに、俺はお前の生活費を知らずに払っていたようなもんなんだぞ。お前が責任を取らなくて誰が取るんだ。横暴な。いいわよ。何すりゃいいっての？この家のことは全部やれ。あずさにはもう何もさせるな。は？あずさがここを出るまでの間、お前の生活費も払ってやる代わりに、家のことだけでなく、あずさの身の回りのことは全部しろ。いや、なんで私が。口答えするなら追い出してもいいんだぞ。夫の言葉に黙る義妹。少しして、わかったわよ。と不服そうにつぶやいた。言っとくけど、近々監視カメラも仕掛けるから、何かしたら全部俺に筒抜けだからな。わかりました。こうして夫がその場を牛耳る形でこの問題は一旦解決したのだが、1週間後、再び単身赴任先に戻った夫から、姑と一緒に義実家を出て私たちの家に行くよう指示を受けた。義妹には気づかれるなとのことで、理由を聞いても教えてもらえなかった。よくわからないまま、夫なら私のためにならないことは言わないだろうと信じて、夜更けにこっそり、姑と義実家を後にしたのだが、翌日、姑の携帯に義妹から連絡が入った。義妹の第一声は、受話器越しではない私にも聞こえるような、泣き叫ぶような声だった。どうしよう、助けて。ただごとではないと察した姑がスピーカーに切り替える。何かあったの？元旦那に私の居場所がバレた。お母さんたちどこにいるの？お願い、一人でいるのが怖いの。私を守って。元旦那？居場所がバレたら何かまずいの？私の問いかけに、義妹が少し黙った後で、私、元旦那に借金してたの。と暴露した。私も姑も、はぁと声を上げる。お金返さずにいたから何度も叩かれて、
離婚後に返すって嘘もついてたから。その言葉に、姑が、そりゃ殴られるわよ。と言って言葉を失った。いつも、義妹はまるで元旦那が暴力夫のように言っていたが、実際は義妹に問題があったようだ。お兄ちゃんが私の居場所を言ったみたいなの。どうしよう、無理やり連れ戻されるかも。電話越しにも頭を抱えている様子が伝わるような義妹の声。思わず私は元気づけるつもりで、離婚してるなら大丈夫じゃないと返したのだが、そういう常識通じる相手じゃないのと怒られてしまった。すかさず姑が、常識が通じない相手を選んだのはあんたでしょと突っ込む。そんな言い方ひどい。と怒る義妹。いやー、私たちはあんたの結婚自体ずっと反対してたんだから、こういう言い方にもなるわよ。よほど切羽詰まっているのだろう。義妹は電話の向こうですすり泣き始めた。美穂ちゃん、シンジを怒らせたのが失敗だったね。多分あの人は、美穂ちゃんが私にやったことをまだ許してないのよ。その家にいてほしくなくてやったんだと思うわ。私の言葉に姑も。そうね。美穂の元旦那とは、あの子中学が一緒だったからよく知ってたし、連絡をつけるのも特に苦労しなかっただろうしね。とつぶやいた。何それ、私に出て行けってこと？義妹の問いかけに私は、そういうことね、と返した。私は出て行かないわよ。と声を荒げる義妹。でも元旦那さんが連れ戻しに来るなら、出て行かないつもりでも無理やり連れて行かれるんじゃない？だから助けてって言ってるじゃない。どうせ母さんとどこかにいるんでしょ？私もそっちでかくまってよ。なんで私がそこまでしなきゃいけないの？悪いけど、シンジやお母さんと違って、私はあなたと血もつながってないし、ひどい目にあったから家族とも思ってない。助ける理由なんてないし、シンジがあなたをその家から追い出したいって言うなら、それに賛同するわ。血も涙もない女ね。お褒めの言葉をありがとう。電話越しに思わずニヤッと笑ってしまった。その後、姑は一方的に義妹からの電話を切った。後日姑が一人でそっと義実家の様子を見に行ったところ、義妹は家にいなかったらしい。自ら友達の家にでも行ったのだろうか。と思っていたら、夫曰く、元旦那からお礼が来た、とのこと。どうやら義妹は元旦那の元に戻ったというか、逃げられなくなっているというか、そういう状況にあるようだ。夫が私のために設置した監視カメラを見た感じだと、義妹は元旦那と激しい口論の末、無理やり連れて行かれたようだった。きちんと働いてお金を返すまでは、婚姻関係など関係なく、手元に置いておくと、元旦那も宣言していたし、当面あの二人は一緒にいることになるだろう。多少義妹がかわいそうな気もしなくはないが自業自得だ。このことをきっかけに反省してほしいなと思う。元旦那にもきちんとお金を返してくれるといいのだが、やれやれ。こうして私たちと義妹は疎遠状態になった。厳密に言えば再び連絡が取れなくなっただけだが、どこで何をしているかもわからないが、元旦那が再び捕まったと風の噂で聞いたので、まあろくな生活はしていないだろう。夫も姑も次に私たちに接触してきたら絶縁宣言をするつもりだそうだ。こうして私たちは無事に子供も生まれ、再び平穏な日々を取り戻した。最初は姑が子供に、あなたがお腹にいたとき、私は意地悪しちゃったから、と言って、自分への罰なのだろう。抱っこもしようとしなかったが、私たちが説得して抱っこしてもらうことに成功。今では子供もすっかりおばあちゃん子になっている。ああいうことがあったからこそ、姑も自分に懐いてくれた初孫が可愛いようだった。その後はさらに子供を2人授かり、見事全員がおばあちゃん子になっている。今でも姑はあの頃のことを私に申し訳ないと思っているようで、
あの頃は本当にごめんなさい。と会話の流れで謝罪されることもあるが、私にとって姑は実の親のような存在だ。とっくに許しているんだけどな、と思いつつ、切りがたい姑がまた好きになった。出産後は姑のあずささんへの罪滅ぼしに家事や育児の手伝いをしたいという申し出もあり、義実家を引き払って、現在は夫と姑と私の3人で暮らすようになった。義実家には義妹が来る恐れもあったので、良い決断だったと思う。その後は子供も増えたので、夢の一軒家へお引っ越しもして、今は家族みんなでお庭でバーベキューをしたり、夏は花火を楽しんだりしている。いろいろあったけれど、絆が強くなった優しい義理の母親と頼もしい夫、可愛い子供たちに囲まれて、私はとても幸せだ。私はかよこ。40歳の会社員。独身だ。若い頃には結婚していたが、3年経っても子供ができずに婚家を追い出された。今は実家で母と一緒に暮らしている。出戻り娘ではあるが、母も年老いてきて、そろそろ介護が必要な年齢だ。娘の私が一緒に暮らしているのは嬉しいと何かと頼りにしてくれている。私には弟が一人いるが、弟の春男は昔から悪さばかりしていて、よく母親が嘆いていたものだ。結婚して落ち着くかと思いきや、その嫁は嫁でとんでもない女だった。あれは忘れもしない。10年前の弟の結婚式の時、嫁の久美はこう言い放ったのだ。久夫さんと結婚はしましたが、あなた方と親戚付き合いをするつもりはありません。冠婚葬祭以外では一切連絡をしてこないでください。義家族に干渉なんてされたら迷惑です。弟のお嫁さんと仲良くしていきたいと前々から言っていた母が、その言葉を聞いて目を丸くしていたのを覚えてる。当時はまだ生きていた私の父も同様だ。春男が嫁を諌めるかと思いきや、当の春男は久美のそんな発言にも全く違和感も抱いていない。そうだよな。もう俺たちは関係ないもんだと思ってくれ。将来的に介護をよろしくなんて言われたって困るよ。俺たちに頼ってくるなよ。まったく、嫁も嫁なら弟も弟だ。そういえば、冠婚葬祭の冠って何なのかな？おい、久美知ってるか？さあ、冠蹴り遊びのことじゃない？冠の意味も知らず、冠婚葬祭以外は連絡しないで、とは恐れ入る。冠蹴りやるときに連絡されても困るよな。はははは。私は頭を抱えた。それから数年の間、弟夫婦は有言実行で全く音沙汰がなかった。盆も正月もゴールデンウィークも一切帰省はなし。非常識夫妻と関わるのは私も勘弁だから、普段の生活では私も希望通り弟夫婦とは没交渉にしていた。しかし7年前、父が病気で亡くなった時のことだ。もはや余命は少ないと医者に言われて、さすがに私は弟に連絡をした。しかし、私の連絡を受け取った弟はこう言った。じゃあ、亡くなったら連絡くれよ。葬儀には行くから。私は思わず自分の耳を疑った。はぁ？あんた、父さんの最後かもしれないのに、見舞いにすら来ないつもりなの？俺が見舞いに行ったからって寿命が伸びるわけでもないだろう。
久美も冠婚葬祭以外は行かなくていいって言ってるからさ。確かに結婚式の時にそう言っていたが、今はその冠婚葬祭が間近ではないか。自分の親がこの世を去りそうだというのに、冠婚葬祭まで待とうってつもりか？さすがに弟からそんなことを言われたとは、父にも母にも伝えることはできなかった。だから父は最後まで弟夫婦の見舞いを待ちわびながらこの世を去ったのだ。弟夫婦はさすがに葬儀には参列した。冠婚葬祭にはの通り、まさに有言実行だ。しかし、乙嫁が葬儀に参列した理由はすぐに分かった。お父さんの相続財産はどれくらいあるんですか？同居してる人間だけで勝手に分けられちゃ困りますからね。ちゃんと法定相続分はもらいますよ。私は呆れた。父が病気で苦しんでいる時には見舞いにも来なかったくせして、亡くなったとわかると早速相続の相談か。なんて強欲な嫁なんだ。いや、嫁だけじゃない。弟自身も嫁の横でうんうんとうなずいている。相変わらずお似合いのご夫婦だ。お母さんが多めに取るのはしょうがないにしても、本当のところはお姉さんより春代さんの方が多くもらってもいいくらいですよ。こっちには子供がいるんだし、お姉さんはバツイチの出戻りなんだから。乙嫁はおくるみに包まれて泣いている赤ん坊を抱っこしながら言った。お姉さんは子供もいないし、財産もらっても残す相手もいないじゃないですか。この家の跡取りを産んであげたんですから、そのお礼としてお姉さんには相続放棄してもらってもいいぐらいですよ。私に子供ができなかったのは私のせいじゃない。元夫に原因があったのに、元夫と義両親はそれを認めず、無理やり私のせいにして私を追い出したのだ。でもそんなことを言っても仕方がない。私は意地でも相続放棄せず、最終的に母が1/2、弟と私が1/4と、法定相続通りの相続を行った。悔しい。あんなこと言われて。春を産んだ私がバカだった。あの時、何度も母が泣いていたことをよく覚えている。お父さんが遺言状を残しておいてくれれば、春男たちにお父さんの大切なお金を取られることもなかったのに。それは私も全く同感だ。お願いよかよこ、私の時にはちゃんとしてね。私がもらったお父さんのお金は、これ以上1円たりとも春男たちに渡したくはないわ。お願いだからちゃんとしてね。以前には弟に対して家族の情があった母も、父の相続の件ですっかりその情も消え失せたらしい。とはいえその後、今に至るまで、母と財産に関する具体的な話し合いをしてこなかったのは私の手落ちだ。財産や相続に関する話は、母がこの世にいなくなることを意味するとなると、つい話し合いにも気が引けてしまう。エンディングノートを書こうとか、つい面倒になってしまい、これまでずるずるしてきた。でも、それが間違いだったのだ。もっと早く手を打っておけば、あんなトラブルに巻き込まれることはなかったのに。それは1月前のこと。突然、弟夫婦が3人の子供と一緒に我が家に押しかけてきたのだ。これからは私たちがこの家で暮らします。4人目を妊娠したから以前の家じゃ手狭になっちゃって。はぁ？これまで全くの没干渉だった弟一家がいきなり何のつもりだ？お姉さんの部屋は私たちの寝室にします。それと空いている和室は子供部屋に。畳の部屋は古臭いからリフォームでもお願いしようかしら。ちょっと待ってよ。
私は慌てて言った。同居しようってこと？いつどこでそんな話になったのよ。だいたい私の部屋をあなたたちの寝室にって、じゃあ私はどこで生活するの？わかんない人ですね。久美は呆れたように言った。4人目妊娠したから出て行けって言ってるんですよ。ここでお母さんと私たちが暮らすから。お母さんだって孫と一緒に暮らしたいでしょ？子供も産めない娘なんかと暮らすよりも。私が母の顔を思わず見ると、母は首を横にブンブンと振った。どうせこの家は私たちがもらうんですし、だったら早いとこ引っ越しとこうかなって。ちょっと待て。どうしてこの家が久美たちのものになると言うんだ？だってそうでしょ？春代さんはこの家の跡取りですし、子供も産めない女がどう継ぐってのよ。ニヤニヤ笑う久美の顔は欲深で、とても醜かった。しかし話を聞いて私は呆れた。なんと弟たちはすでにアパートを引き払ってしまったというのだ。そうなると無理やり追い出すわけにもいかない。弟夫婦はともかく、まだ小さな子供たちはどうなる？生まれていたことすら知らなかったが、まだ小学生と幼稚園ぐらいの子供たちだ。見た感じ、全く世話もされていないようで、着ている服も薄汚れている。哀れな様子に私は胸が痛んだ。横にいる母も同様のようだった。そんな同情心があだとなり、なし崩しに同居生活が始まった。そして弟の嫁は、そのままこの家を乗っ取ろうと目論んできたのだ。お姉さん、この家の権利書ってどこにあるんですか？ほら、何かあったら大変だから、あらかじめ場所を知っておこうと思って。この家の名義は母のものになっているが、乙嫁はそう言って、家の権利書のありかを探ろうとしてくる。冗談じゃない。権利書の場所を教えるなんて、それこそ何かあったら大変だ。教えたらそのまま権利書をひっつかんで、この家の登記を書き換えてしまうに違いない。今のうちに打てる手は打っておかないといけないなぁと私は思った。しかし、私が叱るべき手を打とうとすると、とんでもない事実が判明したのだ。その事実を知ったときに私は驚愕した。しかし、その反面、これは最大のチャンスだと思ったのだ。私と母、そして哀れな子供たちを守る、その最大のチャンス。私は母と相談し、弟夫婦との対決を決意した。いよいよ対決の日。私と母、そして弟夫婦の4人は食卓で向かい合った。子供たちは別室で遊ばせている。まだ小さな子供たちにこんな修羅場を見せるわけにはいかないからだ。まず私が口を開いた。あなたたちがどうしてこの家に突然転がり込んできたのか不思議だったけど、その理由がようやくわかったわ。久美は私にではなく母に向かっておもねるように笑った。あら、そんなの決まってるじゃないですか。お母さんに孫を抱かせてあげるためですよ。お姉さんが役目を果たさないもんだからね。お母さんだって孫は可愛いでしょ？すると母は、やれやれとばかりに首を振った。確かに可愛いわね。あなたたちの子供だってのが不思議なくらいいい子たち。親に似なくてよかったわね。母に冷たく返されて、久美はむっとしたようだ。お母さん、そんな失礼なことばっかり言ってると後悔しますよ。何にも知らないくせに。久美はニヤニヤ笑っていたが、後悔するのはそっちの方だ。私は母に聞いた。お母さんも知ってるわよね。
春男たちが突然この家に来た理由を。母は答えた。そうね。さっき久美さんが言った建前上の理由じゃなくて、本当のところは遺産目当てかしら。え？おい、何を言い出すんだよ姉さん。春男も慌て出した。でもまさか自分たちの悪事がもうバレているとは夢にも思っていないだろう。母が言葉を続けた。実はね、最近実印と印鑑登録カードが行方不明になったのよ。翌日には見つかったから、もしかして違うところに置き間違えたんじゃないかと思ったの。もしかしたらもうボケが始まったのかしらって。でも、そうじゃなかったのね。何の話だよ母さん。弟はとぼけた。とぼけるんじゃないわよ。あんた、母さんの実印と印鑑登録カードで何をしたの？もしかしてあんたじゃなくて久美さんかもしれないけど。あら、人聞きが悪いですね。私がお母さんの実印を盗んだとでも言うつもりですか？久美が反論したが、私は負けずに答えた。その通りよ。ふふふ。そしたらどうするつもりですか？どうするかって？決まってるわ。警察に突き出すわよ。警察？弟の声がひっくり返った。警察だなんて、そんな大げさな。大げさじゃないわ。たとえ家族といえども、人の実印を盗むのは立派な泥棒よ。しかもその実印で、とんでもないことをしでかしたんだから。弟夫婦はぎくりとした。どうやら自分たちの犯罪がバレたことに気づいたようだ。あなたたちが権利書のありかをしつこく聞いてきたから、私も心配になってお母さんと相談したのよ。それで私がお母さんからこの家を買い取ることにしたの。独身の実家住まいで、久美さんが言うように子供もいないから貯金はそこそこあるし、その手続きをしようと思ったら、もうびっくりしたわよ。もうすでに自宅の名義が春男に切り替わってるじゃないの。なんと春男たちは、私と母がいない隙に家を漁って権利書と実印を見つけ、勝手に名義変更手続きをしたのだ。登記情報を確認しようと法務局に行き、それを見つけた時のショックときたら、とても言葉には言い表せない。それは。春男はうろたえたが、久美はニヤニヤと笑った。結局早くバレちゃいましたね。お母さんが亡くなってから、あらびっくりかと思ってたのに。でももう遅いですよ。この家の名義はもう春男さんですから。お母さんはお情けで住まわせてあげようかと思ってましたけど、文句があるなら二人一緒に出てってください。この女はなんにもわかってない。というか、夫婦揃ってなんにもわかってない。こんな頭の弱い奴らだったとは、私はため息をついた。勝手に名義を書き換えられて、持ち主がそのままにしておくと思うの？母さんがもっと年老いて認知症になったりしたら別だけど、母さんはまだ元気で頭もしっかりしているのよ。名義人でない人間が登記手続きをするときには任意状が必要だ。きっと春男と久美は実印を使って偽の任意状を偽造したのだろう。筆跡を鑑定すれば誰が書いたかはすぐにわかるし、そもそもお母さんが証言すれば偽物だってすぐにわかるわよ。自分たちの企みがこんなにも早くバレてしまったのは予想外だったのだろう。弟夫婦は反論もできなかった。裁判になったらどっちが勝つか負けるか、いくら頭の弱いあなたたちでもわかるでしょ？裁判？春男が恐る恐る聞いた。これは立派な犯罪ですからね。母と相談してあなたたちを告訴することにしました。告訴？そんな家族なのに。家族だからなんだというのだ。この10年間、弟夫婦は
家族らしいことを何一つしてこなかったのに、それに、たとえ家族でも許せることと許せないことがある。母は涙を浮かべながら言った。かよこから聞いた時にはまさかと思ったけど、あんたたちがそんな恐ろしい企みをするなんて、もう親子でも何でもない。あんたたちとは完全に縁を切ります。私がいなくなっても、春男には相続させないよう、弁護士さんにお願いします。母親の財産を勝手に処分しようとするなんて、相続排除の立派な理由だ。大切なお父さんの遺産を、あんたたちにだけは絶対に使わせないから。自分の母親にこんなことを言わせるなんて、なんてひどい弟だろう。私は情けなくなった。そんな母さん。弟は母親に取りすがった。しかし、元嫁は弟を止めた。仕方ないわよ、あなた。久美。意外だった。弟よりももっと騒ぎ立てるのは元嫁だとばかり思ってたからだ。バレてしまったからには仕方がないわ。今回は私の負けよ。久美は悔しそうに言ったが、その後、にやりと笑った。だけど、覚えておくのね。春男さんが相続排除されたって、私たちの子供に代収相続の権利は残るわ。そしたら、遺留分を請求して、ちょっとでも取り返してみせる。それに、最終的にはかよこさん、あなたがいなくなった時には、財産は私たちのものになるのよ。かよこさんには子供がいないから、財産を相続する相手は、春男さんか、うちの子しかいないんですもの。今は無理でも、最後に財産をがっぽりもらうのはこっちよ。ざまあみろ。元嫁は高らかに笑った。しかし私は冷静に返した。あら、知らないの？兄弟には遺留分はないのよ。遺言書を書いて財産をすべてどこかの団体に譲るようにすれば、1円たりともあなたたちに財産は渡らない。あんたたちに遺産を渡すぐらいなら、どこかに寄付した方がよっぽど世のため、人のためになるわよ。まあ、子供たちがかわいそうだから、ある程度は考えてあげてもいいけど、あなたたちのどちらかが生きている限りはありえないでしょうね。その後、私と母が弟夫婦を警察に突き出したため、弟夫婦は逮捕されて塀の中へ行くことになった。そのごたごたで、元嫁のお腹の子供も残念な結果になったらしい。残された3人の子供たちは施設に送られそうになったが、私と母は悩んだ末、結局3人とも私たちが引き取って育てることになった。かよこ、いいのかい？私にとっては孫だから不幸にはなってほしくないけど、あの子たちを引き取ったらお前が苦労するんだよ。母は私に忠告したが、私は答えた。春男たちはあんなでも子供には何の罪もないわ。私は自分の子供を持てなかった代わりにあの子たちを幸せにしてあげたいの。もう40歳の私は今後も自分の子を産むことはないだろう。だったらその分の愛情を目いっぱいあの子たちに注いであげたいと思ったのだ。おばちゃん。一番上の子がおずおずと私に手を伸ばした。私はその手をぐっと握りしめた。大丈夫。ずっと一緒よ。あの弟夫婦の代わりに私が精一杯3人の子供たちを育て上げていこう。小さな手を握りしめながら私はそう心に誓った。